object displays the current count and ends the game when all of the game objects have been picked up. We won't need to import any assets for this project. We won't be using models, textures, sounds, or animations for this assignment. We will simply use the primitive shapes, like cubes, spheres, and planes, provided by Unity. To begin, start with assignment 1, where we set up our game and starting game objects.
配信が始まっちゃってるので、全然普通に。ここがハウリングするので、ちょっと離れたところでチェックしてます。問題なさそうです。こんにちは。もうそのままで、はい。ここだけどうぞ気にしないので。感じやったら、はい、そろそろ集まるかな。
あ、いただきたいです。ありがとうございます。10人ってなってましたけど、ほんまに来てくれたら嬉しい。あ、9人になってる。ちょっと天気が悪いからみたいなのもあるかもしれないです。それやったら多分このテーブルだけで収まるかなって感じです。3人見ててたかな。今確認の動画切ってるんで、実際に3人見てくれてる。ちょっと今日からって今回からちょっと配信もしてみようかなと。ちょっとリクエストがあって、ちょっと来れないっていう人とか、あと来れない。家で仕事する人、勉強する人とかも、なんとなく作業動画としてつけてもらったりとか。今メンバー的には、一応スラックもやってるので、ひょっとしたらこっちの方でとか、こっちのチャットの方でもなんか書き込んでくれたりするかもしれないですけど。誰が来るかな、時間通りに。時間通りではないけども。神谷さんあたりはなんか来てくれそうかな。あ、こんにちは。よいしょ。もう配信が始まってます。YouTube で配信してるんですよ。そうなんですよ。どうしても物理的に来れない人とかも、なんかどんなんか見たいとかあったんで。どっかでどうしようかな。あまり少なすぎても初めても意味ないですけど、インストールってもうされてますか、皆さん。Unity のインストールしてるはずです。起動の確認はしてる。ひょっとしたらなんかC# のエディターのインストールがさらにあるかもしれないので、スクリプトエディター開いた瞬間にインストールしますかみたいな言われたりするんで、Wi-Fi もあるんですけど、これ言っていい方、どっか書いてたかな。前来た時のやつが残ってるの、設定残ってれば大丈夫なはずですけど、僕今どっちのパスワードやったかちょっと、そうですね。この人間カフェっていう名前があるんですけど、A って書いてたり G って書いてたりするんですけど、ちょっとお好きな方、何も書いてないやつも
同じなんですけど、パスワードが、人間大好きっていうやつです。踏み絵を踏ませるっていう。人間大好きな人しかつなげないっていう。お疲れ様です。ヒデさんは遅れるって言ってはったんで、多分1時間ぐらいなんかなっていう気はするんですけど。どうもです。空いてます。あと一人ぐらい来てからぐらいですかね。僕も含めとか。あと3人来る予定で、ヒゲさんが遅れるって言ってはったんで、1人か、どうしようかな。でも遠隔で参加の人も1人入ってるんで、始めちゃいましょうか。カエルさんいるじゃないですか。カエルさんが YouTube で、香川カエさんが。プログラムは変わりはるかちょっとわかんないですけど、まあ、挑戦してみることはいいことやと思います。なんかゲームの、インディーズゲームを、YouTuber の方にインディーズゲームを実況してる人がおって、その時はイベントに行ったんですよ。カエルさんもおって、そのインディーズゲームやっぱり Unity で作られてるから、なんか興味持ったりと思って。なるほど。Unity、そっか、確かに。ゲーマー目線でもどう作られてるかみたいな気になるっていう。毎回始め方が分からずに始めますって言ってるんですけど、じゃあお願いします。お願いします。最初に言うこととして、アンテナ大阪とはみたいなとこなんですけど、界隈でというか、この辺の人たちで、なんかインタラクティブなコンテンツのプログラミングをしたい人たちが、2ヶ月に1回ぐらい
このアンテナ大阪の会をするんですけど、で集まって、そのことについてテーマについて話したり、全然関係ないことも話したりとかもして、で終わってから、飲みに行きましょうかみたいなぐらいの、そんな感じの勉強会です。で、今回はの流れとしては、前回シェーダーの黙々会やったんですけど、Unity のシェーダーを触ってる人もいてはって、で、Unity もインタラクティブなコンテンツの作る環境としてかなりメジャーなので、ちょっとやってみたいねってなって、Unity をテーマにしました。で、今回は、今日の流れとしては、毎回入れてるんですけど、こんなん作ってみましたのコーナーとか、あと、自己紹介みたいなのも兼ねてやってみるっていうのと、で、その後、そうですね、チュートリアルで玉転がしが結構伝統的な Unity のチュートリアルなんですけど、これの前のバージョン、だいぶ前のバージョンのその時も別の玉転がしのチュートリアルがあったんですけど、それで一応入門したんですけど、また今回、また入門し直すにあたって、またちょっと僕もやってみて、確かにこれで一通り学べるなっていうのはちょっと思いました。っていうのがあって、で、ちょっとこれ時間あればなんですけど、チュートリアルなぞりつつ、オリジナリティ出すぐらいの感じで作ってみるとか、全く別の作ってみるとかっていうのをやって、で、最後、そうですね、最後、お尻から数えて60分前ぐらいからちょっとどんなんできましたとか見せ合えたらなっていう感じです。で、わかんないことあったりしたら、どんどん聞いてください。って感じですね。今、最初のこんなん作ってみましたのコーナーなんですけど、で、並行して Unity のインストールなので、ちょっとまだインストールしてない人とかいたら、インストールしつつ、で、インストールでつまずいてたりしても、ちょっと言ってもらったら、ちょっと、助けれると思いますので。で、こんなん作ってみましたのコーナー。どうしようかな。僕は、チュートリアルはちょっとなぞってみたので、それは作ってみましたなんですけど、ちょっとそれではちょっと面白くない気もするんで、ちょっと、いいか。ちょっと案件でやったんですけど、こんなんやってました。携帯、スマホ、Android と iOS 対応の、AR アプリなんですけど、第1キャピタルの大きいステージがあって、これマーカーとして認識するんですけど、これを見たら、そこに出てくるっていうやつですね。で、これで、Node.js か、Node ですよね。Node.js のソケット IO で、タイミングとか同期して、で、そうですね。グローバル、サーバー側で持ってる時間と、往復にかかる時間から計算して、全員が同じタイミングで再生するようにっていうのをやったりとか。で、これが確か、もともと iOS だけの案件やったんですけど、リジェクトされまして、何回も。で、とりあえず Android だけでも出すっていうんで、Android はもう審査なしで、スッと通す感じで。普通に考えたら、
マーカーで出してるだけやんみたいなそんなアプリたくさんあるからいらんよみたいな感じでリジェクトされたんですけど、でちょっとこれ新しく作ったアカウントで申請したんで、特に怪しまれてたみたいで、人間のアカウントで申請したら、なんかスッといって、多分チェックしてる人も違うと思うんで、それがちょっと、だいぶ前の話なんで、数年、ちょっと、何年前 ?2013 年なんで、ちょっと今はどうなってるかわかんないですけど、多分体制的には、アカウントごとに誰か貼り付いて、チェックしてる感じなんだろうなっていうので、なんかこの MMD のモーションで IK とかあったんですけど、ちょっとバグがあって、だいぶモジュールにプルリクエストしたりとかこんな感じです。なんかオフィシャルで残したやつよりもいいやつ残してくれたんで、3系遊んでる。一応オフィシャルです。これのクリペットンなんかそれで使っていいですよっていうのを言われて。こんな感じです。で、僕株式会社人間の川本祐介で、ここの会社の人でプログラマーやってます。お願いします。お願いします。じゃあ、この近所のフリーランスのエンジニアで、今グラフィックデザインの会社に学びしてるみんなとしてます。ユニティ歴はないです。今日初めて触ります。C シャープ。一回ダウンロードして重たいくなって、でこのうなってたじゃないですか。Windows が耐えられなくて、ダウンロードして消してしばらくしたので、触ったことないです。なんか僕聞いたことある理由は、なんか容量がいっぱいやからみたいな。ハードディスクがもういっぱいに、確かになんかね、どんどん膨れ上がりますよね、ユニティのプロジェクトって。ウェブから比べたらっていうのはあるかもしれない。で、これも買い替えたんで、4年前ぐらいに。こう見てください。バッチリ。普段は今はディレクターをやってる話にします。で、ユニティなんですけど、前知ってる方は知ってるんですけど、インスタブルのスナックスっていうやつがあって、これ、もしつなげれたら。いきます。変換のやつもあります。放送事故みたいな。このカメラとマイクで配信してます。これ僕遊びましたこれ。ほんまですか。あんまり紹介する。あれは、あれなんですけど。トランス B ボードを使ってバランスを取りながらボールを転がして、で、最終的に下の同じ楽器のサゴみたいなゴールデンを入れたらゲームクリアみたいな。なんかアナログゲームでこういうのありましたよね。なんかぐるぐるハンドル回して。
子供の反応が楽しかったです。僕やった時めっちゃ難しかったんですけど、すごいですね、あれかな、おじさんがやったら難しいかな、体重移動が。なんか調整入れたんですか？めっちゃ調整してました。で最終的には、一番最初めちゃめちゃ難しかったですもうだいぶというか、2人に1人か3人するぐらいはクリアできるようにします。あるでいいのを使ってクリアしたら、ボールに、ガムに見立てたボールが転がってきてゲットするようなゲームにしたやつです。これつなげてるのはシリアル通信か何かですか？シリアル通信です。じゃあ先で。変換のやつもあります。いけます。配信してる感じです。配信してます。言って大丈夫なので。そうか。神谷さんに聞きたいやつあったけど聞かれへんか。はい。ちょっとユニティ開か今インストールしてるんですか？いや、これ開いてるんですけど、めちゃめちゃ重たくて。で、5.6 で、先に、こんなになるんだね。もともとね、普通に使ってもなるんですよ。そうですね。ユニティで、以前ちょっとイベントで、X のバイブと、使ってやったゲームがあって、ぼやけてる？この、前で動いてる画面のゲームをユニティでちょっと作ったことがあって、前に立ってる人が、シューティング銃を組み立てて、見えないですけど、スコープがこう画面の中に動いてて、それを、マインクラフトっぽい敵に当てて、インクをこうにじませて、で、点数、カウントして、勝ち負け決めるみたいな。子供向け、割と小さい子供が来るイベントだったので、その子たちに向けて、スプラトゥーン出たばっかりだったので、それっぽいゲームを作るっていうので、これが3年ぐらい前に作ったやつなんで、ちょっと、それをちょっとやり直したいなっていうところがあるんで、それをちょっとやり直そうかなと思って、開かんよ。と思ってます。はい。すみません。これが作ってる最中なんで、もうなんかすごい大変だったのは、あんまりユニティの技を知らなくて、オブジェクトとか、その作った変数とかがどの画面まで残るのかとか、なんかそういうゲームの設計的なところが難しくて、そうですね。であとこういう表示されるのも、打ったら画面が消えるとかも、もうなんか、jQuery でこう画面の一個一個タイトルを消すみたいな、なんかこう全部重ねて全部消して、こうストーリーの進行によって出すみたいなことしかできなくて、割と苦労した覚えがあって、で、このあたりが結構苦労しながらやったなっていう、いくつが7年ぐらいだったかな。なるんですね。
たまにフォーカス特に忘れちゃう。トラッカー、HTC の場合のトラッカー使ってるんで、それを動かさないとデバッグできないっていうめんどくささもあって、それをちょっと、最初はこうやってこの画面のカーソルでできるようにしてたんですけど、だんだんなんかこう、密になっていくとできなくなったんで、そういうのを解決したりで、その自己紹介を作りました神谷です。一応、ウェブのエンジニアっていう定義です。一応メテオワークスという会社の代表で、今やってる感じです。よろしくお願いします。で、これ、Unity 初めて触った時のやつで、多分、半年で、歴としては半年ぐらいです。ミニディスプレイのWindows ですかね。Windows です。強い Windows ですよね。強い、当時強かったんですけど、割とみんなが標準で使ってたモデル。割と壊れやすいっていうか、そんな使ってないんで大丈夫なんですけど、ちょっとやばいな。僕も耐えきれるかもわからん。ゲーミング PC のゲームする用のやつと、ほんまのプロ用のモデルっていうのがあって、やっぱりそのゲームする人用のってちょっと無理めに動かすみたいなそんなんがあるみたいですね。ほんまのプロ用のは無難に動くみたいな。ちょっと待ってる。これが私が前に作ったライブ 2D で作った好きな YouTube ゲーム実況者が動いてる感じで、それを Unity の中に入れてこういうソフトを書き出ししました。で、手の触ってるところに目をこう動いてる。Unity を使って書き出ししました。これも、作ったモデルを入れて AR カメラというこれを使ったら印刷した紙とか、認識してモデルができる。これがちょっと似てるものが決める。多分初音ミクのやってたあんな感じだと思う。AR カメラを使います。なので、私が神谷先生の学生なので、グラフィックデザインの学生です。私が中学出身で、これで勉強しているので、イメージをもっと頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。なんで映すものがない。ちょっと待ってきます。うちと言います。普段はその辺の制作会社で、フロントエンドエンジニアをしてます。この辺西梅田らへん。はい。のところでやってます。で、Unity自体は初めてかなと思ってたんですけど、よくよく考えてみたら、なんか1日ぐらいちょっと過去に触ったことがあって、で、その時何作ったかっていうと、なんかパコスコを使って、なんか VR でなんか見れるみたいなのを、チュートリアルみたいなのをちょっと触って、なんか、動くな、みたいな感じで作ったことはありますが、その時なんか JS で書けるみたいな感じだったんで、JS でちょっと書いてて、C# はその時全く分からなかったんで、で、今もちょっと全然知らないんですけど、なんで、ほぼ初めてに近いかなという感じです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今も多分 JS で、当時もなんか JavaScript とは言ってなかったけど、ぽいやつみたいな。で、今も JavaScript
で、なんかできるみたいですね。なんかよくはないっていう。僕も最初、JS 好きですけど、最初から選択肢にはなかった。そうですね。ちょっと使ってましたし、やめた方がいいかなと。いや、使ってる人が少ないっていうのと、なんとなく遅いらしいみたいなのも聞いたりしてて。で、まあ、そうですね。今回は多分 C シャープで、チュートリアルも C シャープでやってたので、C シャープでかなと思います。っていうので、全然1時間になってないですけど、C シャープ書けない人罪じゃないですか。積みますね。結構今、UI だけで割とできる。そうですね。なんとなくで。見ながら、映すぐらいで、仕組みが知れるんで。そうです。ちょっとそうですね。最初は結構みんなやるのが配置したら全部下に押していく。物理判定なくて、当たってんのに当たってないみたいな、割とそういう仕組み知れるのが面白い。そうですね。そうですね。このチュートリアルでやってるやつも、多分 JavaScript と比べて、まあ、違いとして、クラスの定義の仕方とか、メソッドの定義の仕方とか、変数の定義の仕方が違うのと、あとちょっと、C シャープとかっていうか、多分 JavaScript から見て混乱しそうなのが、演算子のオーバーロードみたいなのができるんですね。そのオブジェクト同士の、足し算とか掛け算とかを別に定義できて、それを使って座標のその計算とかをしているところがあるので、この辺はちょっともう言語として定義されてるんじゃなくて、その演算子でどうするっていうのを定義しているクラスがあるっていうふうに、ちょっと頭の中で置き換えたらいいのかなっていう感じがします。そう、多分、そうですね。どうしましょうか。進め方として、多分これ全部見ていく、何分120分。まあそうですね。これ一個一個動画見ながら実際にみんな作ってっていう感じで多分2時間ぐらいかかるかなっていう感じです。普通に見ても多分1時間、動画だけで1時間近くあったような気がするので。じゃあ、でもまだ60分って言ってるんで、ちょっと入らずにおきました。後で。で、どうしようかな。Unity C シャープ Unity 新規作成。なんか複数のバージョンの Unity も入れれるみたいですね。僕知らなかったんですけど。ちょっと打足というか、ちょっとちょっとしたノウハウなんですけど、Git で管理するときに、僕やってたときは、なんかバイナリのファイルがたくさん出てきて、大変やったんですけど、今はもう管理ファイルも
全部テキストになってて、あと、Git イグノアファイルも、これ確か、書いてますね。GitHub の GitHub アカウントがやってる Git イグノアこんなん置いたらいいですよみたいな、どっから拾ってきたんですけど、もうこれだけでもう差分も、それっぽい差分が残る感じで、うまいこと管理できてそうやったんで、Git イグノアは、その GitHub のとこから拾ってくるといい感じです。っていうのをちょっと貼っとこうかな。Unity 用みたいなやつですか？ Unity 用の Git イグノア。そうですね。ちょっと、これ、そうかな、チャット欄に貼ったら、どうなるかな。スラックの方では、スラック、Facebook の方にしますね。Facebook の方で、なんか、メモとか、なんか、URL とか、バンバン貼っていく感じで、こうかな。投稿できた。Git イグノアのリンク貼っておきました。ノウハウ。多分、あれですか、これ、なんかダウンロード、はい。なんですか、ダウンロードするところから始める。それとも新規でプロジェクト。もう、インストール済みを前提にしてます。なので、この起動するところまでちょっとやっといてもらったら。3D で、多分、スクリプトのエディターが別途インストール走るので、起動しておくといいです。ちょっと、実際追加するのかな。ここで C# スクリプトをどこでもいいんで、作ると、アカウント作らんとダメですね。Unity ID と。でしたっけなんか、そんなような気も、ちょっとあんまり覚えてないです。僕、なんか、はい、ライセンスを、有効なライセンスなんですか。スクリプトエディター開くと、今、ビジュアルスタジオがってことなんですかね。なんか、モノデベロップとかなんかそんなのやったような気がしたんですけど。で、それのインストールとかも始まったりして、多分300メガとか、そうなったりするんで、ここまで、こっちですか？画面。いや、その、エディター開くとか。はい。そうですね。この構成で僕的に使いやすいんで、これも合わせ、もしこだわりない人いたら合わせといたらいいかなと思うんですけど、ウィンドウレイアウトが、どれだったかな。今保存してあるんですけど、これが元ですね。2x3。
っていうのにして、それをちょっと縦長やと使いにくいとかあったんで、ゴニョゴニョとしたのが、僕がちょっと名前つけた、シーン&ゲームっていうレイアウトに適当に名前つけたんですけど、ここのタブを持って、タブのブラウザみたいな感じで、ギュギュッとレイアウトして、で、多分これをセーブレイアウトとかで名前つけて保存できるので、それを。このプロジェクトの方がなんかアイコンたくさん出たのがちょっと僕、苦手やったんで、アイコンなしでやってたかな。で、2カラム、2カラムが多分デフォルトで、1カラムレイアウトにしてます。で、どっかに作って、ダブルクリックしたらエディターがスクリプトファイルを。このエディターの開きのチュートリアルで出てくる。はい。で、ダブルクリックすると、ビジュアルスタジオにインストールする。デフォルトを開いて、ユニティを日本デフォルトがあった。デフォルトっぽいです。なんか、特にその、ハイのまま進めていったら、ビジュアルスタジオが。すごい軟弱なこと言うんですけどね。はい。日本語になったりしないんですか？日本語、あれユニティですか、ね。はい。どうでしたっけ？僕、どうでしたっけ？あ、言われてみればって感じですね。ランゲージズ、ギターランゲージ。ググります。ありますね。あるけど、変わんのかな？変わったような、変わってないような。メニューは変わってないの？メニュー変わってないですね。英語でいきましょう。チュートリアルも英語なんですよ、実は。またフォーカスになっちゃった。たまにオートフォーカスなんで、フォーカスがたまにおかしくなっちゃう。なんか今の時点でなんかインストールうまくいってないとか、なんかありますかね。なんかエラー出てます。なんかいろいろしてるんです。そうなんです。
最終的にで、そのプロジェクト化って結構大事で、特に 5.1 のプロジェクト3の動かないと、2019で、2019ってめちゃめちゃ変わってて、2018で動いてても、動かない。しかも、バージョン Unity って4、西暦10.4が一応 LTS っていうその安定バージョンとしてこう動くやつで、1、2、3って本当にその年の新しいのが結構入るかな。一番今それのサンプルで書いてたやつがどのバージョンで動いてるかっていうのをまず見て、そのバージョンを起こすのが結構大事。で、動くのが良かったら新しいやつでも動くのがいい。それぐらいバージョン結構厳しいことが多い。もし持ってくるんだったらそのエラーっていうのが、動く人とかもわからないんですけど、でもないものは作れないので、僕的にはもう、エラーの種類で、この場所にそれがね、もうどっかおかしい。そうがおかしい。まあ、動くかも。かもやけど。そのエラーないから。今からまた別のチュートリアルするので、ながらやった方がいい。そんな感じで、ちょい早め、10分早めですけど、チュートリアルの方入っていこうかなと思っています。なんか説明、多分、都度僕が補足入れる感じで話すと思います。じゃあ、どうしようかな。各自、動画見ながらって感じだとは思うんですけど、一応こっちで全画面で流して、で、ちょっと巻き戻したいっていう人は、各自巻き戻す感じだと思うんですけど、玉転がしのチュートリアルはできますかね。
それの、じゃあ、ちょっと最初の概要なんで、音量大丈夫かな。In this beginner assignment, we are going to make a very simple but playable いきなり始まっちゃった。で、字幕が、自動翻訳だったか。日本語の字幕も、公式のちゃんとした字幕が出るようになってるんで、字幕のところをチェック入れると、下の方に字幕が出てきます。字幕。英語、中国語は多分自動翻訳になっちゃうかもしれないです。ちょっと流しつつ補足する感じでちょっと。In this beginner assignment, we are going to make a very simple but playable game to use many of the basic concepts from the beginner tutorial modules. We will be making a rollerball game where we will collect special game objects. We will see how to create new game objects, add components to these game objects, set the values on their properties, and position these game objects in the scene to create a game. In our game, the player will control a ball rolling around the game board. We will move the ball using physics and forces. We will look at the input from the player through the keyboard, and we'll use this input to apply forces to the ball, making it move in our scene. We will see how to detect contact between the player's ball and the pickup game objects, and use these events to collect these pickup game objects. When we are done, we will have made a simple rollerball game where the player controls the ball with the keyboard, picks up and counts special collectible objects, displays the current count, and ends the game when all of the game objects have been picked up. We won't need to import any assets for this project. We won't be using models, textures, sounds, or animations for this assignment. We will simply use the primitive shapes, like cubes, spheres, and planes, provided by Unity. To begin, start with assignment 1, where we set up our game and starting game object. To begin, start with a 今、このウェブカメラでこれを映してるんですけど、音もここで拾っているので、拾われてますね。はい、気をつけます。で、今、インストールできてない人インストールして、はい、チュートリアルの1個目見ていきましょうっていうような段階です。で、今やったんですけど、アセットっていうのが、ちょっと、モデルファイルとかのことやと思うんですけど、モデルファイルとかはこれは使ってませんっていうので、プリミティブオブジェクトって言ってた、プリミティブ形状のオブジェクトを配置して、で色とかを変えていくっていうぐらいでやってきますよっていう、この使い方にフォーカスを当てたようなチュートリアルですっていうことですね。実際にはモデラーの人とかと連携して、そのモデルファイルとかをやり取りしてっていうのをしていきます。で、翻訳って、はい。YouTube の翻訳ですか？ですね、YouTube の日本語字幕を動画に、日本語わかる人が、多分公式でつけてるやつなんで。なので、これで。一緒に英語聞いてやってた。僕も英語のやつでも、英語の字幕とか、英語の自動聞き取りのやつとか、僕の耳よりも全然いい結果出るんで、結構常に字幕は入れてます。前作ったやつをちょっと修正しようかなと思ったんだけど、ライブつなげるやつだから、本じゃないとよかんって。で、1個目のチュートリアル終わりで、次へ。
Let's begin by creating a new project. We can create a new project from File, New Project. This will bring up the home screen. I'm going to call the new project Rollerball. The next thing we need to do is set the destination or path to our new project. I'm going to put this new project on my desktop. At this point, it's worth noting that we can have our new project use default settings for either a 2D project or a 3D project. We will choose 3D. And then I will click on Create Project to make a new project. We now have our new project with a new empty scene. Before creating anything in the new scene, we need to save our scene. We can save our scene by going to File, Save Scene, or by using the keyboard shortcut. I'm going to save this scene in the Assets directory in a new folder called _scenes. The underscore is optional. I use it to sort this folder to the top of my project window. Now I'm going to call the scene Minigame. We can now see in our Scenes folder the scene called Minigame. Let's create our game board or playfield. To do this, we will use a stock Unity plane. We can create this plane from either Game Object, 3D Object, Plane, or from inside the Hierarchy view using the Create menu. Rename. ちょっとこの段階で多分脱落しそうな気がするんで、ここら辺までちょっと追いつけるかどうか。ちょっとレイアウトを変えた方がいいですね。すみません。ウィンドウのレイアウトで、結構これ僕的にはここ、ワンカラムにしたいんですけど、どっかにワンカラムって選べるやつが。このヒエラルキーとプロジェクトを、このチュートリアルでは縦に。そのレイアウトだったら、ほんまにめっちゃしんどいですね。なるほど。ヒエラルキーウィンドウが左端にあって、で、シーンがあって、インスペクターが右やから、ドラッグ&ドロップしてるって言われた時に、もう画面を出せなかったね。ああ、でも俺、そういった。じゃあ、デフォルトや。マジでで、なんでこんなに大出せなかったのかな。全然急いでやる感じじゃないので、なんか分かりませんとかあったら、どんどんできます。で、この時点で、実際にプロジェクトを作って、クレーンを置いてっていうところまで。ちょっと質問なんですけども、チュートリアルやとセーブシーンってなってるんですけど、これがファイルのここニューシーンなのか、セーブなのか。セーブですね。で、こっちだと多分ミニゲームって多分つけてたと思うんですけどね。はい。セーブアズになるのか。いや、セーブシーンアズっていうのはないですか？セーブシーン。それが変わっている。これがない。ないのか。ないんですね。これが最新で2019年。ニューシーン。セーブアズでいいです。セーブアズ。で、これで、これ、セーブシーンだと無理だ。ニューシーン。ニューシーンでもいいですよ。ニューシーン。で、ここで、間違いない。名前変えれないですか？右クリック。レネームってないですか？セーブシーンやと思いましたね。これでいいんじゃないかな。ここでミニゲーム。クリックしましょう。確かここね、これともう変わってるんですよ。
あ、いいかもしれない。はい。あと上下逆の方がいいかもしれない。合わせるなら。ヒエラルキープロジェクト、ヒエラルキーが上の方。で、補足なんですけど、ヒエラルキーっていうのが、この画面の、なんていうかな、レイヤーみたいなんですかね。レイヤーとか、そんな感じですね。ツリーですね。HTML で言うとドムツリーみたいな、ちょっとフラッシュでの言い方をちょっと忘れちゃったんですけど、フラッシュでもなんかこんな感じの、あったと思うんですけど。で、3JS とかも似た感じで、シーンのツリーがあったりして、3D オブジェクトではこういう感じの、その親子関係で、その座標を、オブジェクトを僕、作業者がやってると思うんだよね。まあなんかでも、あれ、プレイハブがネストできるようになったっていう2018後半。でもその機能がだいぶ目の前で周りが触りだから多分使ってる気がするね。ただ2018で作ったプロジェクトを2019で開いたら残る。だからもう既存に走ってるやつは上げない方がいいと思う。今からやるにしても、2019でやるのがいいのか、しないのかなと思って。というか、これ、ここでやるのもいいし。じゃあ多分2019もいいんじゃないかな。変にその長いスパンで走るコーンってゲーム業界ぐらいしかないと思うから、ゲーム業界だとあれかもしれないけど、我々で言うと、あんまりその後ろの窓の知ってる人は、してた方がいいけどっていうぐらいだと思う。何も気にせず、あえて気にせず最新を入れてます。プレーン置けましたっけ？スナックスのWii のなるほど。配信みたいなことで、本当に楽しい。お越しいただきました。ありがとうございます。楽しかったです。これを受けました。置けました。あれができるのが自分で解決してる。ブラウンドに入れましょう。自分がやりたいことをするのが難しいじゃないですか。探すのが。手でしてる機能と、Unityの技が分からないから、探すのが大変。やってできるか、そんな感じでしまいました。ちなみにこの下のプ This ロジ game ェク object, ト、プロジェクトっていう方が実際のファイルと連動するという。今、多分アセッツフォルダーかな今、そうですね。今のバージョンだと、アセッツフォルダの中にっていうのが、前置きとしてあるかもしれない。僕もシーンズフォルダ作って、その中に保存してます。ground. We can do this by either selecting the game object and using the enter or return key to allow editing,
or by clicking on the game object twice, slowly. Type in the new name and hit enter or return to confirm this change. Reset the transform component using the context-sensitive gear menu in the upper right. This will place the game object at the location of 000 in our scene. This point is known as the origin point of the world, and this is where all of the coordinates in the scene are calculated from. Now, with the game object selected and the cursor over the scene view, type the F key or choose Frame Selected from the Edit menu to see the entire game object in the scene view. Looking at our current scene, we can see grid lines indicating the plane at origin. For the purposes of this project, we will turn them off. Select the Gizmos menu in the scene view and deselect Show Grid. We need to change the scale of the ground plane. We can do this in a number of ways. We can use the Scale tool. Simply grab the axis handle you want to change and drag the handle, rescaling the plane. We can click and drag on the title of the fields we want to change, or we can type a number directly into the field we want to change. You can tab between fields and hit enter or return to confirm your choice. Now remember, a plane has no volume, and scale does not work on the y-axis. There will be no change unless you go into negative numbers. In this case, the plane, which is a single-sided object, will simply face the other direction. If you place a plane in the scene and you can't see it, check your orientation between the plane and the camera, and make sure that you have the correct value for the y-axis of scale. This is usually the value of 1. Let's create our player object. これで今、トランスフォームのあたりをさらっと言ってたんですけど、トランスフォームがこの親子関係でどんどん子供に受け継がれていくようなその座標系を表しているものです。で、この今回のゲームだと原点にグラウンドを置いて、でスケールを2にしているみたいです。2でよかったかな。なんかちょっと2だとまずかったような気もしてますけど。2にしてますね。スケール2にして、212で。で、裏、y をマイナスにすると、みたいな話だったんですけど、このポリゴンベースの 3D の描画っていうのは、基本的に片方の向きしか描画しないんですね。で、それで、特に大体の 3D のオブジェクトって、その側を包むようにポリゴンを貼っていくので、裏側のものはそもそも描画する必要がないっていうことが多いので、そういう、裏側だったらそもそも描画しないっていう、その計算の処理を軽くするための処理が、因面消去、なんかそういう処理アルゴリズムはもうどの 3D の環境でも入っています。で、それで裏へと表示されませんよっていうのがあったんですね。お疲れ様です。今、チュートリアル始まってます。どっか空いてるところ。で、そうですね。これで、ちょっとまだ親子関係のことってないんですけど、もし親子関係でグラウンドに子供を追加するようなことがあったら、この2倍にするとかも子供に引き継がれるので、注意が必要というか、ほんまはこの何倍にするとかはしない方がいいんですけど、簡単にそのプリミティブ形状だけで作るために2倍とかしてる感じですね。実際はもうモデリングの段階でその辺の設計をして、このゲーム内の1メートルが実際の何メートルに当たるかみたいな
ところまで設計していくのがほんまはいいんですけど、まあ、ちょっとその辺は簡単にするためにやってないという感じです。In this assignment, our player object will be a Unity sphere. From the Hierarchy Create menu, select Sphere. Rename the sphere Player. Reset the transform to make sure it's at origin. Select Edit, Frame Selected, or use the F key while the cursor is over the scene view to focus our scene view camera on our game object. See how the sphere is buried in the plane? This is because both game objects are in the exact same location in the scene, the origin point, or 0, 0, 0 on the X, Y, and Z axes. We need to move the player's sphere up until it rests on the plane. All Unity primitive objects, cubes, spheres, capsules, have a standard size. They are either 1 by 1 by 1 or 1 by 2 by 1 Unity units. As such, we simply lift the player object up by half a unit in the y-axis, and we know it is lying perfectly on top of the plane. これがUnity 内の、直径が1の9だから 0.5 動かしたらちょうど下が0になりますっていうことです。If we look at the game view, we can see that the player game object is lit and it casts a shadow on the plane. All new Unity scenes come with a default skybox and a directional light to represent the sun, so we don't need to worry about setting up any default lighting. What could be improved, however, is the white player sphere on the white background. Let's add some color to our background, so there is some contrast between the player and the playfield. To add color or texture to a model, we need to use a material. We won't go into the details of materials now, and we won't be using any textures. We will simply use a standard material to add color to the objects in our scene. First, let's create a new folder in our project to hold our materials. We can do this by using the project's Create menu and selecting Folder. Rename this folder Materials. With the Materials folder selected, use the project's Create menu again, and this time select Material. Note how the material was created in the Materials folder. This is because we had the folder selected when we chose to create our new material. Rename this material Background. Select the material, and under Main Maps, the first property is Albedo. Click on the albedo's color field to open a color picker. Change the color to a nice dark shade of blue. In our case, I will use the RGB values of 0, 32, and 64. For a preview of the material, make sure that the preview window is open. To apply the texture to the plane, simply select the material in the project view and drag it onto the plane in the scene view. Now the player stands out on the dark blue background. I want to make one additional change that will help us later in this project. I want to rotate the main directional light so that we have better lighting on our... 床が青くなってますね。僕、このヒエラルキーにドロップしたんやと思ったら、このエディターの方にドロップしてありましたね。なんか、この先に何があるかっていうのをピックアップして、グラウンドに。Our player. Select the directional light, and in the transform component, change the transform rotation on the y-axis to 60. This will give better shape to our player's sphere. Now we have a player game object and a background play field.補足が必要そうなのが、多分マテリアルでスタンダードっていうのがあるんですけど、名前が出てこないんですけど、
スタンダード。物理ベースレンダリングのスタンダードやと思うんですけど、もう流行りですね。3D の歴史的には新しいシェーディングで、もともとはそのディフューズとスペキュラーと、アンビエントと設定してっていうのが何モデルっていうのがちょっと忘れちゃったんですけど、っていうのがもともとあったんですけど、で次です。物理ベースレンダリングだと、エネルギー保存速か何かを元に色味を設定している。いや、色味というか、この色を設定するんですけど、このパラメータアルベドっていうのが、ちょっとアルベド何のことかちょっと忘れちゃった。はい。アルベドをシャノそもそもの話になっちゃうかもしれないですけど、色とはっていうところで白色の光が黄色の紙に当たると、黄色の成分だけの光だけを反射するんですよ。で、その黄色っていうのを今アルベードで今の例だと紺色なんですけどを設定したっていう。で、プラスそれの他にも僕メタリックとかスムーズネスとかもあるんですけど、それをいろいろ触ってみると面白い色合いになって、質感を、それらしい質感を簡単に作れるっていうようなシェーダーですね。で、今、ちょっとだいぶ先のやつですけど、ちょっと黄色にしちゃってます。なんかで、ここまで質問とかついていけてないとかありますか？そうですね。で、マテリアルをドロップして。マテリアル作らないといけないですよね。そうですね。確かプロジェクト側に作って、それを貼り付ける感じ。アセッツ内にマテリアルズフォルダを作って、
あ、お、色つきましたね。大丈夫でしょうか。お、皆さんアレンジがいいアレンジされてますね。長いと思うんですけど。Now we are going to move the player game object. First, let's think through how we want this player game object to behave. We want to have the sphere roll around on the game area, bump into walls, stay on the ground, and not fly off into space. We want to be able to collide with our collectible game objects and pick them up when we do. This requires physics. To use physics, the game object needs a rigid body component attached. To attach a new component, we must first select the game object we want to attach the component to. In this case, we will select our player game object. Then we can either choose the component menu and select physics rigid body, which would attach this component to the game object we have selected, or use the add component button in the inspector, choosing physics rigid body. Either way, this attaches the rigid body component to the selected game object. If we choose to, we can rearrange the order of the components on the game object using the context-sensitive gear menu in the upper right of the component. Doing this has no effect on the performance of our game. However, having a consistent order to the components on our game objects may help us speed up our development by keeping or maintaining an organized project in hierarchy. Don't forget, you can collapse or expand the component view by clicking on the component's title bar. We should note that whenever we do this, this will also toggle the relevant gizmos for that component in the scene view. Now we need to get the player object moving under our control. To do this, we need to get input from our player through the keyboard, and we need to apply that input to the player game object as forces to move the sphere in the scene. We will do this by using a script that we attach to the player game object. First, let's create a folder in our project view to hold our script assets. In the project view, click on the Create menu and choose Create Folder. Rename this folder Scripts. Next, let's create a new C# script. To create a new script, we have some choices. We can choose Assets Create to create our new C# script, or we can use the Create menu in the project view. But what might be more efficient in this case would be to select the player game object and use the Add Component button in the inspector. The Add Component menu contains the selection New Script. This allows us to both create and attach a script in one step. First, let's name this script Player Controller. We can choose the language of the script, which will be C#, and then click on Create and Add, or simply hit the Return or Enter key to confirm our selection. Unity will create, compile, and attach this script to our selected game object. We should note this way of creating a script will create that script asset on the root or top level of our project view. We will need to move the asset into the scripts directory in order to maintain an organized project view. If we select the script in our project view, we see a preview of the script asset in the inspector, but this text is not editable. Let's open the script. We can do this a number of ways.
When we are inspecting a game object using the script, we can use the context-sensitive gear menu. We can double-click on the script asset in the project view, or we can use the Open button in the inspector when we have the script selected in the project view. This will open our script in our preferred script editor. First, let's remove the sample code provided in the base script. Next, let's think. What do we want to do with it? ここまでだいぶ行きましたね。だいぶ行きました。行きました。ちょっと僕、こんなもんかなと思って。なんか、ここら辺まででわからんとか追いつけれてないとか。ね、それぞれがそれぞれ僕やってる場合もある。そうですね。特にチュートリアル嫌っていう感じやったら、別のことでもですけど、ちょっとそうですね。だいぶ巻き戻しながら、スマホで動画見たり。ですね。なるほど。やったこととしては、リジットボディに置いて、スクリプト物理のやつをつけて、そうですね。そうですね。YouTube で通にしてます。変更ちょっとボケで映ってるかもそうです。OK になったそうです。系になったり、ちょっとオートフォーカスが勝手に動くので、人間カフェのでA だったり G だったり何もついてなかったりするんですけど、それで人間大好きって入れてもらえたら。ね、リジットボディどこについてる？そうですね。やっぱユニティは巨大な画面で作らないと無理ですよね。ああ、そうですね。でちょっとだいぶ混乱してはる人がいるかもしれないですけど、マテリアルもちょっとこっち側に貼り付けたんですけど、実際このグラウンドにもドロップできるんですね。で今多分グラウンドにマテリアルが貼り付いてる感じなんですけど、ユニティはこのシーンの中に確かゲームオブジェクトの派生クラスをどんどん追加していくような形で、ゲームオブジェクトの持ち物としてこれらがあるという感じですね。で、トランスフォームとかは多分もともとくっついてるのかちょっと分かってないですけど、多分もともとゲームオブジェクトにくっついてて、でリジットボディとか多分それに付随して、コライダーとかもくっついた感じだと思う。で、さらにスクリプトを、さらにこのゲームオブジェクトにコンポーネントが書いてますね。コンポーネントを追加で貼り付けたっていう感じです。
ましたから。で、スクリプト貼り付けて、エディター開いてっていうところぐらいまでですか。いけてそうですか。もう分かってるんですかね。ああ、ここにこれやるんですね。はい。で、スクリプトを貼ってかアンド。これですか？あ、モノビヘイビアクラスじゃないのか。どういうこと？プレイヤーコントロール。このプレイヤーなんで、これくらいで、あ、ここですか。ここプレイヤーですから。ああ、ではここに難しいです。ジャパとか、ここにある。あ、それでございます。あ、こんにちは。こんなちっちゃいのでやるんですか、これ。ここでは書けないんですか。まあ、もうあれですね。はい。あ、そうです。はい。今、多分チュートリアルとか、この下にゲームビューがあるんだけど、これ上に重ねて持ってるんですよ。はい。あ、で、切り替えれるんですか。そう。の方がいい。あ、ありがとうございます。はい。多分、レイアウトを5人オンにしていると、はい。ちっちゃい画面で分けやすくなる。ちなみにこれアングルどうやって変えるんですか。はい、上の。このマシンが一緒なのかこれが、なんか、アングルを変えるけど、こう、自由に触ってってことです。回したいことでね。はい。手のやつですか。Windows わからんねんけど、Linux だとね、右のアイコンを押すと、そのキー割れるんですよね。あ、動きます。話してそれ、アンラッチ、話しても多分生きてる。わかんねや。そっちわかんねや。これ押してる間だけ。じゃあ逆も、あとだけじゃない。右クリックで動かす。なるほど。おお、なんか、賢くなってる。ここでそのモードが選べるみたいです。上の方でアイコンで。若干なんだ。違うんだ。そうなんですよ。これでね、グルも出てこないっていうので、こういうところで時間をロードするっていうのが一番これ。しかも、2019からかわかんないですけど、プレイした後のストップが効かないっていう。コントロール B でスタートはするけど、止めるときマウスで上のボタンポチッと押さえば止まらないっていう。ちょいちょいね、やっぱリラックスが迫害されてます。あ、そうなんですよ。そうなんです。Windows じゃないですか。Windows の。あっちは Windows じゃない。うん。私、Windows ビタイプ使えないんで。Linux 版の Unity は確かになんかありそうですね。でも頑張ってくれるんですよ、ちゃんと。このプロジェクトを Mac に持ったら Mac でちゃんとビルドができるんですよ。
Linux 版ゲーム書き出して。ちゃんと Linux 版でビルドすると動きます。ただ、この前ちょうど話題に上がった、Z ソンなの、あれ CPU がピッチャー違うじゃないですか。あれ系は無理みたいですね。そうですね。ラズパイも無理です。無です。確か。一応、ちゃんとした PC 上であれば、頑張って覚えてくれます。エディターだけ動くんだったっけですか？つい最近、確か。エディターもできました。あ、できました。はい。Where will we check for and apply this input? We have two choices, update and fixed update. Update is called before rendering the frame, and this is where most of our game code will go. はい。 Fixed はいはい。私になんか、劇団をすることしてももう、何やら不問だっていう。どこにも何かとにかく誰がありますから書けるようにするのね。しかも一応シンタックスハイライトだけ入れてるけど、それ以外は特にできる。最後になりたい時期あったんですけど、ほい。探そうとは。多分それ、リムの方ではなくて、昔かな、結構前ですね、可能それ。だから今、普通の海外の言語と日本語を IME に切り替えてるから、普通にありますかね。日本語は入れてるんだけど、2つ類の中とかは、今、中古では山からのレイアウトで、これ、オーダーしまってされてないやつ。なんかこの辺に、マウンターがついてる。なんか、ずっと変換で発されるような。そうなんだ。長いこと使ってますが、あんまりそういうのあったことないですね。ですかね。あんまりそれ系でハマって、なんか変な設定したこともないですね。ただね、サーバーで、そもそも日本語環境が入ってないところに当たったときは、日本語が入ってる限りやると、もう見ようと文字化けしますから。この辺を貼り付けさせてもらいます。はい。ピント合わせです。ピント合わせは。なるほどね。これだいぶ白い部分が広いと、必死に頑張らないといけないですね。今もめっちゃチラチラです。カメラはドライバーやってないです。あ、これのドライバーは入れてないですね。なんか、なるほど。ちょっと今の時点ではちょっともうできないような気も。あ、そうですね。別、はい。フォーカス決定できます。ちょっと次回までにそれはちょっとやっておきます。Update, on the other hand, is called just before performing any physics calculations, and this is where our physics code will go. We will be moving our ball by applying forces to the rigid body. This is physics, so we will put our code in fixed update. What code do we need to write? We know we need input, but how do we find out more? There is a shortcut in MonoDevelop that searches the Unity API. On the Mac, it's command plus single quote, and on the PC, it's control plus single quote. Select the item you want to research, in our case, input, and hold down the command or control key and type the single quote button. This search brings up every reference in our documentation related to input. Select input at the top, interface into the input system.
This brings up the page on input. This is the page on the input class. We use this class to read the axes set up in the input manager and to access multi-touch and accelerometer data on mobile devices. We read the text on the top of the page to understand how to use the class. In our case, to get input from the player on all platforms, including mobile devices. Under the description is a list of class variables and class functions. The class variables hold information like the number of touches in touch count, or a reference to the default gyroscope with gyro. The class functions do something for us. In our code, we will be using input get access. When we find the item we want, we click on the link to bring up a page on the function or the variable. Let's look at input get access. This page includes the signature of the function, a description of the function, and code snippets showing how to use it in Unity's JavaScript and C#. We will be using C#. For more information on the input manager and input get access, see the lessons linked below. We will be using input get access in a very similar way to the code snippet. Let's return to our script and write our code. Float move horizontal equals input get access horizontal. よいしょ。ここまでちょっとだいぶ長かったのと、フォーカスがずっとぼやけたまんまで申し訳ないですけど、一応チュートリアルに沿ってやっています。で、多分今リファレンスの見方とかも合わせて話してたと思うんですけど、いけてますかね。ゲットアクシスホリゾンタル。Float move vertical equals input get access vertical. This grabs the input from our player through the keyboard. The float variables move horizontal and move vertical record the input from the horizontal and vertical axes, which are controlled by the keys on the keyboard. Our player game object uses a rigid body and interacts with the physics engine. これキーボードとも限らないかったような気がします。なんかパッドとかつないでも、ゲームパッドつないでも確かこれで取れたような、うろ覚えで言ってますけど、共通のどんな環境でも、スマホはちょっとどうかわかんないですけど。We will use this input to add forces to the rigid body and move the player game object in the scene. To know more about how to apply forces to the rigid body, let's check the documentation. Type rigid body into our script. Now select rigid body and hold down the command key on the Mac or the control key on the PC and type single quote. Again, this brings up a page with the search term rigid body. We want to click on rigid body. This brings up the rigid body page. If we want to apply force to our player game object, we need to do something. So let's look at the functions available to the rigid body class. We read the descriptions until we find the one we want. In this case, let's choose add force. This adds a force to the rigid body. As a result, the rigid body will start moving. Click the link and we go to the page on add force. We can see the signature of the function at the top of the page. This signature tells us we need a vector 3 and an optional force mode to add force to our rigid body. What is a vector 3? For more detailed information on vector 3, please see the information link below.
But in simple terms, the vector3 holds 3 decimal values in one container. This makes it easy for us to move around and use values for things like a force in 3D space, which requires a value for force on each of the x, y, and z axes. Or to describe a rotation, which would also require a value for each of the x, y, and z axes. All of our documentation pages are linked together. If we were to click on vector3, we would be taken to the documentation page for vector3. The same is true for force mode, mono behavior, and rigid body. Below the description are snippets that show us how this function could be used. Note the second signature for add force below the first. The descriptions are the same, but in this case, we can use add force with either a vector3 or 3 float values for x, y, and z. The next concept that we need to cover is how to get a hold of or how to reference different components on our game objects. We are writing a script called player controller, which is attached as a script component to our player game object. From this script, we need to add force using the rigid body component. We want to access that component from this script. There are several ways that we can do this, but in our case, we will cover only one of the main ways of accessing another component on the same game object. We will create a variable to hold this reference in our script, and we will set this reference in the start function. We see this here in the code snippet. Public rigid body RB creates a public variable with the type of rigid body called RB to hold the reference to the rigid body we want to access. In start, the reference is set by using the code getComponentRigidBody. This will find in return a reference to the attached rigid body if there is one. All of the code in the start function is called on the first frame that the script is active. This is often the very first frame of the game. Finally, in fixed update, the attached rigid body component is accessed through the variable named RB with rb.addForce. So, in our script, we need to write private rigid body RB to create the variable to hold the reference. And in a new start function, we need to write RB equals getComponentRigidBody. In fixed update, let's use the simplest version of rigid body add force, one that simply uses a vector3, and we will leave the force mode at default by omitting it from our code. So in our script, we need to type rb.addForce and then some vector3 value. Now, how do we get our 2 float values into a vector3 value? Let's create a new vector3 variable called movement. This will be equal to a new vector3 that is made up of an x, a y, and a z. The x, y, z values will determine the direction of the force we will add to our ball. What is our x value? That would be move horizontal. With this, our left and right keys will add force, moving the ball to the left or right. What is our y? 0. We don't want to move up at all. What is our z value? That would be move vertical. Now we use movement, a vector3 value, in RB add force as RB add force movement. Let's save this script and return to Unity. We check for errors in our footer or the console, and there are none. Good. Let's test what we've written. Hit play, and by using the keys set up in the input manager, the ball moves in the scene. But it's very slow. This is too slow to be playable, but the basic concept works 100%. To stop testing, leave play mode. Let's return to our code and create a tool that will give us control over the speed of the ball.
We need to multiply our movement by some value. We could simply enter that value here in our script, but if we ever needed to make any tweaks or changes, we would have to return to our scripting editor and change the value in the script and then recompile. This takes time. The solution is to create a public variable in our script. Let's create a public. ちょっともう、こんくらいで一旦止めときましょう。ちょっと今まだ値的には遅すぎるのでっていうところでちょっと今止めてるんですけど、説明しないといけないことが。ゲットコンポーネントって、はい、あれなんですかね、アタッチされてるコンポーネントにアクセスする、そうですね。そうですね。多分今ここの行の時点で、多分 JavaScript の経験からするとあれって思うようなことがあると思うんですけど、これがなんかグローバル関数のように見えて、これがグローバル変数のように見えるんですけど、実際には Get コンポーネントはゲーム、モノビヘイビアかな。ちょっと、ですね。モノビヘイビアクラスのメソッドですね。で、自分にある、多分これ、最初のオブジェクトを取ってくるぐらいの感じの意味合いだと思うんですけどね。アタッチされているコンポーネントの中から最初のリジットボディを取ってくる。で、ここもthis ドットとかがないですけど、this ドット、C# でも書けるので、ちょっとややこしかったら this ドット RB ってしてもらった方がいいと思うんですけど、僕そうしてます。this.rb イコール this.getComponent digit body エディターじゃない、もう一個の画面の方で、はい、リジットボディをアタッチしてるから、値が取れてきてるっていう。そうですね。get コンポーネントっていうのが、自分がアタッチされてる、オブジェクトのコンポーネントを探し出すっていうようなものですね。get コンポーネントもあるんじゃないかなと思うんですけど。リジットボディはアタッチされてるから帰ってくるけど、アタッチされてなかったらヌルが帰ってくるけど、そんな感じですね。ヌルか例外かちょっと。リファレンスとしてはちょっとなんか噛み合ったよ。そうね。なんだよな、マジで。モノビヘイビアのビヘイビアの綴りが分かんない。そうなの？その感じ違う。なんかすぐタイルを移動してしまう。なるほど。やっと見つけた。ありますね。Get コンポーネンツもありますね。これが、書いてるか。ない場合はヌルって書いてますね。ログチェックをしないとすぐ落ちちゃうかも。
ですけど、まあ、チュートリアルなんで、特にそこはやってないというかですね。そのカーナリティが落ちない限りは、ゲットコンポーネントを見せるっていうのは、実は考えにくい気がしますよね。そうですね。さっきの、ビクトリアコンポーネントっていうプロジェクトを作れて、それをつけると、もうコンポーネントに追加するときに、そのビクトリアがなかったらエラーが。これやコンポーネンツっていうのが、どっかあるんですか？あとさ、はい。クラス定義するときに選択する感じ。あ、ほんまっすね。あ、これか。なんか、アスペクト思考的なあれですね。あ、これアスペクト思考的なやつなんですか？なんか。このビクトリアコンポーネントとタイプオーブっていうのは、タイプオーブがクラスの時にやつですね。なんかエクセプションっぽいな。人生やったら片方。多分そう、多分ここでアサートするっていう感じなんですかね。はいはい。なんかそんな意味合いやと思いますね。名前なのか数値なのかちょっとわかんないですけど、何か比較用の。クラス定義の前に書いてたら、特に職務以降の必要はないですね。どうなんでしょう。今出るんです。このパナルとはってことは、複数のいっぱい活動するとき結構平気でそのあるはずのものがなかったんですよ。そうなんですけど、なんか、そのコードって何にでも貼り付けられちゃうので、なんか気持ち悪いなって思って。トラブルとしてもそうですね。確かに。どうしますか。後でやっとこうと思ってあれってなっちゃう。一旦消してとか。こうするでよく出る。エディターにも追加したところにこれリモだから出ないですね。ベクターも特に説明緩めにしてますけど、
XYZ のことでちょっと補足します。これは、CG の 3D の、座標系で2つ大きな派閥というかがあってですね、OpenGL の派閥と DirectX の派閥があるんですけど、ざっくり言うと。で、こっちは DirectX の派閥ですね。この座標系っていうと、右手座標系っていうんですけど、XYZ がこの、指で、ごめんなさい、左手かっこいい。左手です。左手座標系ですね、これは。だったと思います。でしたよね。DirectX 左手だと思います。ひょっとしたら右手かもしれないですけど、ちょっと、左手として、XYZ、ちょっと指で覚えると分かりやすいです。で、なんかその頭の中でコーディングするときとか、なんか設計してるときに、あれどうやったかなっていうのをこうやってやることがあるんですけど、これがその対応している XYZ 軸で、覚え方としては RGB の順番に XYZ が割り振られているっていう覚えると分かりやすいです。で、DirectX の場合は、奥が Z ですね。で、OpenGL とか、WebGL もそうなんですけど、Z が手前なんです。なんで、ちょっと3JS とかと同じ感覚で数値を直打ちしていくと、ちょっと前後違うぞっていうので、ちょっと混乱したりすると思います。で、ここでは、バーチカル、キーボードの上下移動をZ 方向に置き換えて、そうですね、上方向が奥だから、そうですね、Z プラス方向で、下が Z マイナス方向。で、右左はそのまんまかな。X のマイナス方向と、X のプラス方向と。多分、数値で1とかで入ってくるんじゃないか。ちょっと見たことないんですけど、1とかで入ってくると思います。で、ベクタークラス作って、アッドフォースして、We check for 10% by some value. We could simply put variable in our script. Let's create a public float called speed. By creating a public variable in our script, this variable will show up in the inspector as an editable property. When we use a public variable, we can make all of our changes in the editor. We then multiply movement by speed. We now have control over our movement value from inside the editor. Let's save these changes and return to Unity. When we return to the editor, we can see our player controller script now has a speed property. Let's set this property to 100. Now, enter play mode. Whoa, way too fast. But changes are fast too. Exit play mode and change the value to 10. Hit play. That's a little better. Congratulations, we can now move our character. In the next assignment, we'll talk about how to move the camera. ここでパブリック変数として定義したら、こっち側から触れますよっていう。で、ちょっと分かってないですけど、多分フロート型だから数値入力欄みたいなのが出てくるとか、その辺もうまいことやってくれる感じです。で、ちょっとついでに、最初にそのゲームの、大きさを定義するのが大切っていう話をしたんですけど、それもここにもかかってくるんですけど、そのスピードの10がどういう単位かっていうのを定義しないと、
ゲームの中での辻褄が合わなくなってくるんですね。なんで、仮にでも1メートルって置くと、例えばその重力加速度とかを、9.8 にするだとか、その辺から自然な動きっていうのを設計しやすくなります。なんで、それで、例えばこれがその、おもちゃっぽい動きをさせたいとかだったら、そのおもちゃの大きさを定義して、で、地球上でやる 9.8 でやるとかっていうのをどんどんリズムで設計していくと、それっぽいゲームが作れます。はい。はい。インプット、はいはい、ホライゾンタルって感じじゃないですか。はいはい、あれは実際、どっからこれ僕動かないんです。再生したの。で、ゼロなんかなと思って。再生で。多分これゲームビュー見てないから。ゲームビュー。こっちで。インプットがこれになるんですよ。本当は、この。なんかが、あれですかね、つまずいてない。ちょっとソース見せてもらっていいですか。スピードのどうかな。スピードが0になってるから、かける0が0になってます。で、中型りがちょうどいいということだったんで、ちょっと多分再生中に入れたものがプリセットされちゃってますね。もう一回ジューって入れて。そうですね、僕ちょっと曖昧だったんですけど、今起きた現象としては、再生してるときにエディターの方で数値入れて、再生やめたら元に戻っちゃうみたいな。そうね。動きました。動きました。いやー、これもいいですね、これ。戻ってる？いや、フラッシュが動いた感じ、感じがあって。はい。ゲームビューにしてもらって、このマキシマイズオンプレイってこれを入れたことですね。今これプレイしてる？プレイ。一旦ごと見ます。こっち切らないかな。もう一回やると。ほい。これすると間違いがない。どうですか？プレイ中はもう全画面に構図が出てくるから、画面の違いが一目瞭然で、止めると元に戻る。そうですね。もう再生をもう一回止めないとダメだと思う。ありがとうございます。僕はその俯瞰できる方が、性格的にいいので、僕は両方出すようにしてます。あれ、行き過ぎたかな。せっかく待ってるけど、獣臭がするコードはもうほぼ覚えられない。カメラの移動だと思います。The camera doesn't move, and from its current position. 大丈夫ですかね。もう特に大丈夫。ちょっと待ってください。はい。苦笑いしましたね。はい。いや、大丈夫です。はい。
多分僕も。お、ね、先々やってみる。これで長ない。実は、チュートリアルで出てたかもしれないですけど、ちょっとうろ覚えですみませんが、必ず更新される処理ですね。で、ちょっと今、秒間60回か秒間50回、30回かちょっと今見てないんですけど、秒間60回必ず実行される処理です。で、アップデートの方は、例えば フレームレートが落ちてきたらスキップされちゃうようなものだったと思います。なので、物理演算とかは重いからといってスキップしていいものではないので、なんで、そのアップデートの方にその演出とか、演出って言ってもトリガーになるような処理は省いたらダメかもしれないですけど、演出の更新とかはアップデートの方に入れといて、でフィックスアップデートは必ずやってほしい処理っていうやつやったと思います。壁ですか？壁は多分この後にあると思います。Cannot see very much. We need to tie the camera to the player game object. First, let's set the position of the camera. Let's lift it up by 10 units and tilt it down by about 45 degrees. Next, let's make the camera a child of the player game object. This is a typical third-person setup. With the camera as a child of the player, when we move the player's position, the camera moves with it. When the player rotates, the camera rotates as well. Let's look at this from a position where we can see both the player and the camera game object. Move the player, rotate the player, the child camera moves with it. Now let's reset the player and test. We enter play mode, hold down the up arrow to move. Whoa, what's happening here? Okay, well, as the camera is a child of the player's sphere, 親子関係の弊害というかがものに出ちゃってるやつですね。even though the camera is not moving at all relative to the player's game object, the player game object is rotating like crazy. So the camera's point of view ですね。親子関係追うというか、座標系の話で、子供にしてしまうと、親からの相対的な位置になるんですね。で、その相対的な位置っていうのは、親の姿勢も全部込みで継承されてしまうので、こうなってしまう。で、例えばもう親のスケールとかも引き継がれてしまうと思います。親の真似するけど。そうですね。基本的に。
まあ、親に影響されるするとか。分かりやすい例で言うと、分かりやすいのかな、ちょっと、地球の座標系があって、ここの京町堀の、座標があって、ちょっと地球が止まっているとして、京町堀のここを原点としてここにいますみたいな。この関係って僕がずっと動かない限り変わらないじゃないですか。でも実際は地球は回ってるしなんでそういう都合がいいことが多いんですね。この 3D を作るにあたって。建物とか、建物の中に、何かオブジェクトを配置するみたいなことをしたときに、建物ごと動かしたりとかもできるし。で、いいんですけど、単純に追いかけるっていう設定をすると、この物理演算の方で、その Q として回転もやってくれているので、もしこれが回転しないような、単純に XZ を動かすだけのものだったら全然問題なかったかもしれないですけど、リッチにその回転まで回転の影響がもろに受けちゃってる、そういうことなんですよ。カメラについてきてる感じで。Q rotates with it. Let's exit play mode. Unlike a normal third-person game, our player game object is rotating on all three axes, not just one. In a typical third-person setup, the camera, as a child of the player game object, will always be in a position relative to its immediate parent. And this position will be the parent's position in the game, modified or offset by any values in the child's transform. We can't have the camera as a child of the player, so let's detach it. Our offset value will be the difference between the player game object and the camera. Now we need to associate the camera with the player game object, not as a child, but with a script. Using the Add Component button, choose New Script. We are writing in C# and name the script Camera Controller. And then click on Create and Add, or simply hit the Return or Enter key to confirm our selection. We should note, this way of creating a script will create that script asset on the root or top level of our project view. File Camera Controller in the Scripts folder and open it for editing. We need two variables here. A public game object reference to the player and a private vector3 to hold our offset value. Offset is private because we can set that value here in the script. For our offset value, we will take the current transform position of the camera and subtract the transform position of the player to find the difference between the two. So in start, we can make offset equal to our transform position minus the player's transform position. ちょっとここもややこしいですけど、this の方ですね。この behavior クラスのトランスフォームプロパティのポジションプロパティ。これがその、パブリックなんで、後で設定するプレイヤーのトランスフォームのポジションですね。ゲーム、モノビヘイビアとゲームオブジェクト違いますけど、たまたま同じのがついているのか、ちょっとそこまでは今覚えてないですけど、それぞれ別のオブジェクトから来てます。And then every frame, we set our transform position
to our player's transform position plus the offset. This means as we move our player with the controls on the keyboard, that each frame before displaying what the camera can see, the camera is moved into a new position aligned with the player object, just as if it were a child of that object if it were not rolling around the game board. However, update is not the best place for this code. It is true that update runs every frame, and in update, each frame we can track the position of the player's game object and set the position of the camera. However, for follow cameras, procedural animation, and gathering last known states, it's best to use late update. Late update runs every frame, just like update. But it is guaranteed to run after all items have been processed in update. So, when we set the position of the camera, we know absolutely that the player has moved for that frame. So let's test this. Let's save our script and return to Unity. First, we need to create a reference to the player game object by dragging the player game object into the 見えにくいかもしれないですけど、はい。だからシーン側のヒエラルキーの方からこっちにドロップしてますね。player slot in the camera controller's component. パブリック Enter play プロ mode, パティに and now we get the behavior we want. The camera follows the rolling ball without rotating, even as the ball goes over the edge. In the next assignment, we'll set up the basic play area and create and place our special pickup objects. あ、こっちありますよ。見ますけど、この、なんか違う動画が始まる。ありますよ。全然関係ないんですけど、はいはい。ダークテーマってできるんですか？ダークテーマは課金というかちゃんとしないとダメで、ちょっと今回僕も商用利用しないっていうことでやってるんですけど、ちょっとその辺ちょっと僕いいんかなと思いながら、まあちょっとほんまに案件用のプロトタイプとかだったらちゃんと買うんですけど、ちょっと今回はもう割り切ってお試しの延長でちょっと考えてる。パーソナルは無理。パーソナルで今やってます。無理ってことなんですよ。無理ですが。で、ちょっとぶっ続けなんですけど、ちょっと休憩とか挟んだ方が良かったりしますかね。僕ちょっとその休憩したいです。したいですかね。はい。僕も休憩挟みましょう。じゃあ、10分ぐらいですかね。35分までにします。言われなかったらもうわかんない。これは若干リラックス。微妙にこういうお茶目なバグり方はありますけど、であと、コントロール P でスタートして、普通コントロール P でも止まるじゃないですか。全く反応しない。そう、だから止めるときは自分でポチッと押すっていう。35分まで休憩ということにしました。そう。若干変なとこありますけど、でももう全然、致命傷としてはあれですよね、フォトショップでラリが動かへんっていうのがあるから、どうしてもそのデザインデータを持ったときとかは Mac で作業して、ドロップボックスでシンクしてデータ持ってくるだけでいい。
それ以外は全然ないな。落ちるからなんで。OS 自体のメモリー効率がめちゃくちゃいいから、全然パツパツになることはないですね。なかなか難しいのがありますよね。僕も会社で支給されてる Mac とこれを横並べて、で一応これがメインマシンなんで、たまに作業するときだけ Mac 触るっていう。もう今フラッシュもウェブになくなってほとんどないんで、もうあんまり気にせずに使います。前フラッシュのプラグイン Linux 用ないみたいなんで、ちょっと苦しんでたんですけど。結構後半は出てきてませんでしたっけ？出てきました。挙動変でもでしたけど。なんかオープンソース版のやつですかね。あれそうだったっけな？あれなかったでしたっけ？全然覚えてないや。ちょっと僕フラッシュって、ありましたね。そういう時代も。なんか確かオープンソース版が出てきて、それで頑張って動いてくれてるけどちょっと変みたいなのがあった気が。そうなんかエアもなんかどっかアドビじゃないどっかに引き継がれましたね。そうなんですね。引き継がれるのかな？なんか2020年なんか言ってた。ね。そうなんだっけ。まだ頑張らはんねやと思った。そう思ったら、その会社はまだバンバンエアで仕事してるって言った。あそこしている。しっこさんとか、あと熊野あそこ、PEX で最終的なコンパイルをエアの EPK として、ゲームをリリースしてます。Android と iPhone なのかな？ソシャゲーム。僕も途中までこれでね、あれとか、だったんですけど、なんかいつ終わるかわからないのが怖い。そうね。なんか何をしてる？別のチュートリアルやってるのか。私は当たり前ではないですね。本一冊買って触ってたのと、あと今回講演でもちょっとやった感じ。使えると楽しいよね。そうですね。すごく動かせるのね。送ったやつね。
半分で40時間で、治療のコード書いてあるのに、ボールが地面に落ちた。すごいんですよ、Unityは。そうなんです。そうですね。沢井君、僕と同級生で、卒業制作、花岡と同じチーム。で、だから、3D プログラミングを教えてもらってる。できたかどうかはちょっとうろ覚えですけど。昔、フラッシュで、3D 物理算ってもう地獄だったの。FPS10 出るかどうかぐらいの。うん。ですね。これ、没連算って何でしたっけ？バレットか何かでしたっけ？あ、そうなんですよね。Unity の没連算。なんかバレットって聞いたことあるな。フィジックス。これずっと配信したまんま休憩してます。フィジックスパワードバイフィジックス。GPU で計算してるのかな？計算してるのか。多分 GForce とかだったら GPU 使うっぽいですけど、どうなんでしょうね。今、GForce 積んでないで、Mac が CPU で動いてるだけかもしれないです。なんか竜巻がどうこうって。来たら見ましょう。もう、
いや、まだギリ振ってないですけど、やばそうです。そんなこんなで続き。はい。よいしょ。もうカメラ移動できたからプレイエリアのですね。So let's set up our play field. The play field for our game will be very simple. We will place walls around the edges to keep our player game object from falling off, and we will create and place a set of collectible objects for our player to pick up. First, let's create a new game object and rename it walls. This will be an organizing parent game object for our wall objects. Let's look at the organization of our hierarchy. Organization in our projects and our hierarchy are very important. We need to understand that organization at a glance. We organize our projects using folders or directories created by our operating system. We add these to our project using the Project View's Create menu. We organize our hierarchies by using game objects. In our scene, game objects can hold other game objects. Don't be afraid to use an empty game object as a directory or folder in the hierarchy. Reset this game object to origin, and this step is important. We want the transforms of all of our container game objects to be at origin before we use them. Now we will build our walls. Let's start by creating a new cube to be our first wall. Rename this West Wall. Reset this game object to origin. Now parent West Wall to our Walls game object. Let's focus our scene view camera to our wall object. We can do this by typing the F key while the cursor is over the scene view, or by selecting Edit, Frame Selected. We need to change the size of the cube to fit one side of our play area. Change the cube's transform scale of X, Y, and Z to 0.5 for thin, 2 for tall, and 20.5 for long. Now we can simply push the wall into place using the Translate tool, or we could enter a value into the transform component. In this case, we can set the transform's position X value to -10. This places the wall neatly to the edge of our play area. To create the next wall, we could start with another new cube, but then we'd have to rescale this new cube before we placed it. Our current west wall is already the perfect size. So, let's duplicate the west wall game object. Let's rename it east wall. To place the wall, simply remove the negative side and it pops into place on the east side of our game area. Now let's duplicate the east wall and call it north wall. Reset the X position so the north wall is in the center of the play area. We now have two choices. We can rotate the wall by 90 degrees, or, as this is a cuboid, we can rescale the wall to 20.5 in the X and 0.5 in the Z. Now it's scaled correctly for its orientation as the north wall. We can drag the wall into place, or we can simply use the value of 10 in the transform's position Z field to place it. Duplicate north wall and call it south wall. And -10 in the Z-axis pops it into place. Enter play mode and test. Fantastic. The walls work fine. Remember to test early and test often. Don't wait to test. Let's exit play mode. Let's highlight the player game object and set. ここまで壁ぶち当たるみたいな。後回しはダメだそうなので。どこで止まるか分からない。そうですね。特に僕、
自分用のプロジェクトだったら、もう Git でどんどん確実に動いたタイミングで、ほんまにちょっとした変更でコミットをして、であかんかったらもうそのバージョンまで戻してみたいなのを繰り返しやってます。それができないとちょっといきなり破綻して元に戻せへんみたいななっちゃいます。スケール、ウォールズがさっきやってみたエンプティゲームオブジェクト、フォルダー代わりに座標系の親として作ってるだけというか、簡単にまとめるためとか、そんぐらいの意味合いです。実際のゲームだったら、多分ステージはひとまとまりになってる感じかなと。さんはこの辺りで壁の1個前なんですけど、カメラコントローラーをどこに、メインカメラですね。メインカメラですね。メインカメラのプレイヤーに何かやるんですか？プレイヤーを貼り付けます。で今2つあるんで、片方を取らないと。これですか？2つ作ってみて。これがいらない。リムーブですね。いいですか？なんか手が出てます？いや、再生中に一応かけてる。お金出ますね。角度が、カメラの角度がちょっと設定通りでは、設定通りというか、あれと違ってたかもしれない。10で45度みたいな感じの装置。これがX は0で、Y が10とかで、Z も10とかだ。マイナス10。こっちです。そう。あそこ0で、ここが10とかだったと思う。マイナス10かな。左で座標系なんで、マイナスかな。でやると、ちょっと、シーンの方見てもらう。いつもこの再生してるから、あれかもしれない。カメラで、で、これでも。で、いいですか、ちょっと、停止します。
停止した上で、あ、10。マイナス10で、今ちょっとちらめしてくれてますけど、ここ45度って言ったかな。マイナスかな。あ、X ですね。ごめんなさい。バックスペース。45かマイナス45か。あ、45ですね。ありがとうございます。ボールが、キューブですね。まずエンプティオブジェクトを置いて、エンプティゲームオブジェクトがクリエイトかなんかで、プラスのところで、エンプティゲーム、それですね。クリエイトエンプティ。ウォールズに記名もして、クリエイトエンプティ。これですね。キューブ。で、片方が20ぐらいの倍率の、こんな感じですね。20.5。なんでか、座標が違ってますね。いつもこれ再生したまま作業するから、これがまた、下の方にあるのが、多分ちょっといいですか、ボールもちょっと、これが0とかにしないといけなくて、ボールの限定に出してですね、他が当てそうですね。で、この場合は、Z をプラス10かマイナス10か、どっちか。それを4つ複製して、それぞれそうですね。アドフォースが継続的な力を加えるってやつなんですけど、確かインパルスとか、隣にメソッドがあったと思うんですけど、それでジャンプとかを表現できたりします。一瞬だけなんか、スペースをしたらみたいなことをやってあげたら。壁できました。来ました。ゲームは完成ですね。それはだいぶ志が低いですね。いやいや、これ
いや、これで感動したはずです、みんな。ねえ。いや、これはすごいですね。なんて、やり始めた学生とかだったらすごい。しっかり仕事してるじゃないですか。ユニティは初な。初ユニティ。初ユニティ。ね、なんかそうそう、僕が習ったゲームの定義みたいなんで、やっぱ勝ちと負けがあることみたいなのを言われたんですよ。あとは、ゲームっぽくするためには、やっぱりそのタイトル画面とか、タイトル画面があって、ゲーム画面があって、で、エンディングがあってみたいなのがあるとそれっぽく見えるとか、っていうのも習いましたね。で、多分それに付随して、ゲームのステージで管理する変数だとか、その辺も設計の段階で詰めておいて、ステージ2になった時にステージ1の情報が引き継がれてないようにとか考えたりとかしないといけないとか、なんかそういうのもその関連でついてきますね。もうそろそろ終盤戦ですね。そうですね。だったかな。今、中盤ですね。8分の4ですね、これ。まだこれ中盤なの？けど、時間的には。Let's highlight the player game object and set the editor to local mode and try again. Note how in local mode we can see the transform rotate. Let's exit play mode. In the next episode, we will be creating our collectible pickup objects. ピックアップオブジェクトに行きましょうと。Next, let's create our collectible objects. Create a new cube and rename it Pickup. Reset the Pickup's transform to origin. Focus the scene view camera on the Pickup object. The player game object is in the way. Let's select the player game object and deselect the checkbox in front of the name field. This is the game object's active checkbox. Deselecting it will deactivate the game object in a scene. This will give us a clear working space for our new pickup object. The cube is buried in the plane, just like our player's sphere was when we started this project. The cube is also a regular shape, 1 by 1 by 1. So let's lift it up by half a unit, and we know it's resting on the plane. This cube will be our pickup object. To be effective, it must attract the attention of the player. So let's make the cube more attractive. We will start by making it smaller. This will also give it the effect of floating above the play area. Both will help identify this object as special. Not enough, however. Let's tilt it over. 45, 45, 45 in each of the axes of the transform's rotation. Better, but not sexy enough. One thing I feel certainly attracts the attention of a player, and that is movement. So let's rotate the cube. To do this, we need a script. With the pickup object selected, use the Add Component button in the inspector. Create a new script called Rotator. Click Create and Add to confirm. Organize the script by placing it in the Scripts folder and open it for editing. We want to and open it. なんかこんな感じのオブジェクトをまず作りましょうですね。ちょい浮かせで。これキューブですか？はい、キューブです。キューブでそれぞれのパラメータがこんな感じの。スケールは 0.5 ですね、全部。
で、いわゆる、そうですね。もう外からいろんな音が聞こえるね。うん。シャワシャワシャワとか、そんな感じです。で、スク In the リプ inspector, トを create a new script called Rotator. Click Create and Add to confirm. Organize the script by placing it in the scripts folder ローテーター and open it for editing. We want the ニュースクリプトで、その名前がローテーター。ああ、cube to spin, and we want to do it with this script. Let's remove the sample code we don't need. We will not be using forces, so we can use update rather than fixed update. We have already set the transform rotation in the transform component to 45, 45, 45 for the X, Y, and Z axes. But these values don't change by themselves. We want to change these values every frame. To make the cube spin, we don't want to set the transform rotation, but we want to rotate the transform. Next, type transform inside update. Select it and hold down the control key on the PC or the command key on the Mac and type single quote. Again, this brings up the page with the search term transform. Select transform. This brings up the transform page in the documentation. There are two main ways to affect the transform. These are translate and rotate. Translate moves the game object by its transform. Rotate rotates the game object by its transform. We will use rotate. So let's click on the link, and this brings up the page for transform rotate. Note again the two signatures and the two possible overrides, one using a vector 3 and the other using 3 float values for X, Y, and Z. Both overrides have the optional parameter space, which we will leave at default for this lesson. Again, we will choose the most simple form that only uses the vector 3 for direction. Let's return to our code. After transform, and make sure transform is written to begin with a lowercase t, write rotate. New, vector 3, 15, 30, 45. Now this action also needs to be smooth and frame rate independent. So we need to multiply the vector 3 value by time.delta time. So we need to multiply the vector action also. このスムーズかつフレームレートに依存せずに回転する必要がありますというのが結構重要な。So it needs to be smooth and frame rate independent. So we need to multiply the vector 3 value by time.delta time. ですね。で、おそらくこれが、60分の1とかっていう数字になってくると思うんですよ。で、これが秒間これだけ回転させたいかける60分の1なんで、60分の1秒分の回転をするっていうことですね。なんで、これを使うことでフレームレートをもし60で作ってたけど30にしたいなってなったときにSave this script and return to Unity. Test by entering play mode, and our pickup object rotates. Let's exit play mode. Okay, we have the start of a working pickup object. Next, we want to place these around the game area. But before we do this, we need to do one important step. We need to make our pickup object into a prefab. So remember, a prefab is an asset that contains a template or blueprint of a game object or game object family. We create a prefab from an existing game object or game object family, and once created, we can use this prefab in any scene in our current project. With a prefab of our pickup object, we will be able to make changes to a single instance in our scene or to the prefab asset itself, and all of the pickup objects in our game will be updated with those changes. So,
First, let's create a folder to hold our prefabs. We want this folder on our root or top level of our project. So select the project view and make sure that no other item or directory is highlighted. And then choose Create Folder. Rename this folder Prefabs. Now drag the pickup game object from our hierarchy and place it into our prefabs folder. When we drag an item from our hierarchy into our project view, we create a new prefab asset containing a template or blueprint of our game object or game object family. Before we spread our collectibles around the game area, we should create a new game object to hold our pickups and to help organize our hierarchy. Let's create a new game object and call it Pickups. Check to make sure this parent game object is at origin and drag our pickup game object into it. Now we want to spread a number of these pickup objects around the play area. First, make sure we have the pickup game object selected, not the parent. Now, let's move into a top-down view by clicking on the gizmo in the upper right of our scene view. Let's back out a little so we can see the entire game area. Grab the pickup game object, and it doesn't move in the scene the way we want it to. Note how the cube is moving in relation to its gizmo, which is tilted over. What we are seeing is the game object moving in local mode. We really want to move the pickup game object aligned with the ground. Change the editor to global mode. Now see how the orientation of the gizmo changes? And now we can drag our game object around relative to the world's global axes. So let's lay down a few of these in the game area. Take our first pickup object and place it into the game area, someplace convenient. I'm going to place mine at the top. With the game object selected, duplicate it. This can be done either by selecting Edit, Duplicate, or by using the hotkey combination. This is Command-D on the Mac or Control-D on the PC. Now we place the second instance of the prefab. Using the hotkeys, we will create a few more, placing them around the play area. Note that I'm moving parallel to the ground or the XZ plane by selecting the XZ plane at the center of the gizmo. Okay, that's 12. Let's hit play and test. お、回ってますね。Excellent. こんな感じですね。多分今の大切なところはプレハブ化しましょうってことですね。で、プレハブがちょっとユニティのちょっと分かりにくいところも一つやと思うんですけど、意味合い的には、クローン元のオブジェクトですね。で今このヒエラルキーに普通に置く分には、ヒエラルキー、新オブジェクトにしか値がないんですけど、それをあらかじめプレハブっていうのが、なんかそのプレハブ構造みたいな、その工場であらかじめ作ったみたいなもの、意味やそういう建物にも使われてるんですけど、あらかじめ作ったみたいな意味合いがあるらしくて、なので、それの、プレハブ化するっていうのが、そのシーンにあるものを、複製元としてできる、複製元にできるようにするっていうようなものですね。で、それで一番最初のものを、プレハブに置いたんですね。で、プレハブ化してから、座標を動かしたので、次にプレハブを、今、こっち、複製してましたけど、こっち側から置くこともできて、プレハブをここに置くと、そのプレハブ化した瞬間の値が読み込まれるんですね。なんで、移動してプレハブをもう一回複製すると、複製というか、配置すると、その時の原点近くの覚えてて、それの、それの、ちょっとうまく説明できないですけど、これらで、値を共有してる、共有はしてないか。複製元から
何を変更したかっていうのを覚えている感じなんですよ。ここの、ヒエラルキーにあるのが。確かどっかでプレハブの値にリセットみたいな項目があったと思うんですけども、複製元から複製して、値をちょっと変更して、複製する。それで何が嬉しいかっていうと、複製した後で複製元の値をいじることで、全体に変更が適用できるっていうところが嬉しいところです。っていうのが、なんだっけなと思って、ムービークリップみたいな感じでいいですか？そうですね。プロトタイプベースの考え方みたいな感じです。敵キャラがあって、でそのベースになる敵の動きにして、それからこれ、動的にも、ただキャラ対生成とかでできるんですけど、そのベースになるやつは、そのプレハブのやつで、外側とか中いろんなものを付けたら、その違うキャラになるんですけど、根幹となる部分は、その共有、設計としてそれほどいれば、もしかしたらそのベースになるサイズが変わるとか、っていうその根本のことは変えれるっていう。これが、ちょっとだいぶ複雑に組み合わさって、ここのプロトタイプベースの説明では、クラスベースと対比であるんですけども、Unity の場合は、クラスベースも使いながらプロトタイプベースもやってるんですよね。で、モノビヘイビアっていうやつって、これ、親クラスじゃないですか。親クラスから継承した派生クラスを作って、それぞれも作るんですけど、それを貼り付けてあるゲームオブジェクト自体は、インスタンスベースというか、そのプロトタイプベースの考え方なんですよ。あんまり意識分けせずに、本当になるものがあるっていうぐらいの大体ですよ。そうですね。もうこれ変えちゃったら、これも変えちゃったってなるんですけど、そこはその時に認識するしかないで。そうですね。そこは、これが多分ファイルになってたような気がします。使い回ししたいようなのをプレハブ化しておくっていう感じです。ほんまは多分プレイヤーとかもプレハブ化した方がいいような気がするんですけど、チュートリアルなんでこのままって感じです。その他の複数のゲームシーンとか作る場合はプレイヤーも複製するはずなんで。These pickup prefabs are working great. The only thing that I want them to do now is stand out more against the background walls and player game object. Let's change their color. To do this, we need another material. To make things easy, we can simply select our existing material and duplicate it. Let's rename this new material Pickup. With the materials selected in the project view, let's change the albedo color property to yellow. Now, we can change the color of the prefab by changing the prefab's material. We can do this in two ways. We can change the material on just one instantiated prefab. If we do this, we must remember to use the Apply button to apply those changes to the prefab. インスタンスだけに設定した場合は1個だけ変わるので、If we do this, we must remember to use the Apply button to apply those changes to the prefab asset. Otherwise, we will only change the material on this single instance. The other way, which is perhaps more simple, is to simply change the material on the prefab asset directly. Let's hit play and test. There, that looks better. In the next assignment, we will learn how to pick them up and count them. 次は得点の聞きすぎちゃったかもしれないですけど、今
コード的にやったのはここのコードだけです。ちょっとざっくり。何で悩んでますか？どうデータ。これをプレハブ化するっていうのはこっち側にドロップするんですよ。アセットの中にプレハブフォルダを作って、フォルダを作るんですね。プリファブですね。Complicated. Can change the color of the prefab by changing. ちょっと見づらいですけど。プリファブです。The prefab's material. We can do this in two ways. We can change the material on just one instantiated prefab. If we do this, we must remember.でもプレファブ化されています。で、そこで複製すると、こっちですか。ここ。こういう。吸い込みました。ここに書いてるやつ多分、ちょっと戻った方がいいです。一個になるまで戻った方がいいと思う。ちょっと今だいぶ変になっちゃってる。このサンプルそれで、ローカルモードとは、ワールドかな、グローバルか、グローバルモードがあって、グローバルモードで移動すると、食い込まないですよっていう。いいの入力を待ってる。数字ではこのこれって何なる記号じゃなくて変数なんですけど。なんか見えなくなってますね。ちょっと考えた方がいいような気がする。ちょっと元に戻す。なんでだろう。それは今に動画を出してるんで、コード的に傾いてんのかな。これで今移動してるからですね。これが上からやったら上から見た平面で、多分高さだけ 0.5 に変更すればそれぞれ。
落ちて、多分おある程度落ちたら最初に戻る。そうですよね。最初の複製のやり方がよくなかったのじゃないかな。この親がゼロじゃないかもしれない。このこれ、そうです。これここをゼロにしたら。これじゃない、この設定2つあって、ハードを押すと最初に戻る。で、落ちたら最初に戻るっていうのがさっきの。もうそこに。でもさっき20調べてない。で、さっき言ってあったのは、この Y のところを押して、上からのところで引いた画面でやるとやりやすいっていう。ちょっと一旦他消してからの方がいいかもしれないですね。こうなってきたの。一回消して複製し直した方が。止まるっていう。で、じゃあ、落ちたら止まるけど、今のけど。それを自分の位置を調べて、R プラス、マイナス20にあるを判定見ないと少なくなる。だから、この場所、今この止まった場所を、みんな R をする。新鮮でいいな。いいよ、そういう発見を連続して見つけていこうと思う。いや、ほんまなんか、忘れてたなと思って。日々なんか、完成物が出て当たり前になっちゃったから。マテリアルを。そうですね、色ね。サーバーサイドでディフェンシブなったからさ、基本うまくいっててもあまり褒められないっていう。そう叱られることしかないっていう。どうなってんの？この水曜日にローンチしたばっかしなんですもなんかおかしいって言われてるんだけど、どう？大丈夫です、ログインログで大丈夫です。OK、大丈夫なんだねって言われるっていう。いけましたね。じゃあ次いきます。あとちょっと、今からやるのがピックアップオブジェクトの収集で、その次がスコアとテキストの表示。これで実際はチュートリアルとしては終わりで、これはその実際のゲームのビルドっていうのがその先にやるんですけど、ビルドはまあやらなくてもまあわかるかなっていう感じのものです。実際はあと2つ動画があって、そのうちの1つを今やります。We want to be able to pick up our collectible game objects when our player game object collides with them. To do this, we need to detect our collisions between the player game object and the pickup game objects. We will need to have these collisions trigger a new behavior, and we'll need to test these collisions to make sure we are picking up the correct objects. The pickup objects, the player's sphere, the ground plane, and the walls all have colliders that inform us about collisions. If we didn't test our collisions to find out which objects we've collided with, we could collect the wrong objects. We could collect the floor or the walls. As a matter of fact, if we didn't test our collisions, on the very first frame of the game, we would come in contact with the ground plane, and we would collect the ground plane, and then we would fall into the void of the scene space, and the game would essentially be over. First, we don't need our player to remain inactive, so let's tick the active checkbox and bring back our player. Next, let's select the player controller script and open it for editing. Just a note, we could edit this script regardless of whether the game object is active or not. Now that we have the script open, what code are we going to write? We could write collider and then search the documentation using the hotkey combination. But there is a different way that we could do this as well.
Let's return to Unity and look at the details of our player game object. What we are interested in here is the sphere collider component. In the header of each component on the left is the component's turn-down arrow, the icon, the enabled checkbox if it's available, and the type of the component. On the right is the context-sensitive gear gizmo, and an icon of a little book with a question mark. Now this is what we need. This is the quick link to the component reference. If we select this icon, we are taken not to the scripting reference, but to the component reference. We would read this document to find out more about how to use this component in the context of the editor. We, however, want to find out how to script to this component's class. To do this, we simply switch to scripting, and we are taken to the scripting reference for the sphere collider. We want to detect and test our collisions. For this project, we are going to use onTriggerEnter. Just imagine if we were, say, a daring plumber, and we jumped up to collect a perfect arc of coins, and bounced off the very first one as we collected it and fell back to the ground. Not very elegant. This code will give us the ability to detect the contact between our player game object and our pickup game objects without actually creating a physical collision. The code example, however, is not exactly what we're looking for. But that's okay, we can change that. First, let's copy the code. And then let's return to our scripting application. Now that we're back in scripting, let's paste the code. As we have copied this code from a web page, let's correct the indents. In this case, I'm going to make sure the indents are tabs and that all of the tabs are correctly aligned. Next, let's look at this code. We are using the function onTriggerEnter. OnTriggerEnter will be called by Unity when our player game object first touches a trigger collider. We are given as an argument a reference to the trigger collider that we have touched. This is the collider called Other. This reference gives us a way to get a hold of the colliders that we touch. With this code, when we touch another trigger collider, we will destroy the game object that the trigger collider is attached to through the reference other.gameObject. By destroying that game object, the game object, all of its components, and all of its children and their components are removed from the scene. For the sake of example in this assignment, we won't destroy the other game object, we will deactivate it. Just like we deactivated the player object when we were creating our pickup objects. First, let's remove the destroy other game object code from the function. But let's paste it down below our script as a palette to work with. 一時的に貼り付けているだけです。 How will we deactivate our pickup objects? エラーになります。Well, what clues do we have? We can address the other collider's game object through other.gameObject. We can see this here in the sample code. And we want to test the other game object. And if it's a pickup object, we want to deactivate that game object. So let's look up game object with our hotkey combination and see what we can find. Now we have the page on game object. There are a few important items here that we want. They are tag. Tag allows us to identify a game object by comparing the tag value to a string. And setActive. This is how we activate or deactivate a game object through code. The last item we need to know about is compare tag. Compare tag allows us to efficiently compare the tag of any game object to a string value. Let's open up these three items, each in their own tab. Tag allows us to identify a game object by a tag value. We must declare our tags in the Tags and Layers panel before using them. It is possible to test a tag against a string value directly with code like if gameObject.tag is the same as some string value. But there is a more efficient built-in way to do this, and that is compare tag. With compare tag, we can efficiently compare the tag of any game object with a string value. Let's copy the sample code and paste it into our working palette. Now,
Game object set active. This is how we activate or deactivate a game object. This is the code equivalent of clicking the active checkbox next to the name field in the inspector. In our case, just like the code snippet, we will call game object set active false to deactivate our pickup game objects. Let's copy this code and, returning to our script editor, paste it into our palette as well. I feel we have enough pieces to write our code. So let's write if other.gameObject.compare tag with the string value of pickup. And we will have to declare this tag in Unity later. Other.gameObject.setActive false. Now this code will be called every time we touch a trigger collider. We are given a reference to the collider we touch. We test its tag, and if the tag is the same as the string value pickup, we will take the other game object and we will call setActive false, which will deactivate that game object. Now, we don't need this code we've been saving anymore, and keeping it will only confuse the compiler, so we can delete it. Let's save this script and return to Unity and check for errors. The first thing we need to do is set up the tag value for the pickup objects. Select the prefab asset for the pickup object. When we look at the tag list, we don't see any tag called pickup, so we need to add one. Select Add Tag. And this brings up the Tags and Layers panel. Here we can customize tags and layers. Note that this tags list is empty. To create a new custom tag, select the plus button to add a new row to the tags list. In the new empty element, in our case tag 0, type pickup. And this is case sensitive and needs to be exactly the same string that we have in our script. If in doubt, we can copy and paste this string to get the exact value. When we look back at the prefab asset, note that the asset is still untagged. By selecting Add Tag, we changed our focus from the prefab asset to the tag manager. And in the tag manager, we created our tag. Now we need to apply that tag to the prefab asset. Select the tag drop-down again, and see how we now have pickup in the list. Select this tag from the list, and the asset is now tagged pickup. And with the power of prefabs, all of the instances are now tagged pickup as well. Now let's test our game. Save the scene and enter play mode. Okay. Our tag is set to pickup, but we are still bouncing off the pickup cubes, just like we are bouncing off the walls. So let's exit play mode. Before we discuss why we are bouncing off the pickup cubes rather than picking them up, we need to have a brief discussion about Unity's physics system. I'm going to enter play mode for this discussion. Let's look at one of our cubes and our player. As an aside, we can select 2 or more game objects at the same time and inspect them all. We do this by holding down the Command key on the Mac or the Control key on the PC and selecting the game objects. When we select multiple game objects, note how the inspector changes to show the common components and property values of the selected game objects. The inspector also allows for multi-object editing. Using multi-object editing, I'm going to disable the mesh renderer on both the player sphere and the selected cube with a single click. This leaves us with the 2 green outlines of the collider volumes for these 2 objects. How do collisions work in Unity's physics engine? The physics engine does not allow 2 collider volumes to overlap. When the physics engine detects that any 2 or more colliders will overlap that frame, the physics engine will look at the objects and analyze their speed and rotation and shape, and calculate a collision. One of the major factors in this calculation is whether the colliders are static or dynamic. Static colliders are usually non-moving parts of your scene, like the walls, the floor, or the fountain in the courtyard. Dynamic colliders are things that move, like the player's sphere or a car. When calculating a collision, the static geometry will not be affected by the collision.
but the dynamic objects will be. In our case, the player's sphere is dynamic or moving geometry, and it is bouncing off the static geometry of the cubes, just as it bounces off the static geometry of the walls. The physics engine can, however, allow the penetration or overlap of collider volumes. When it does this, the physics engine still calculates the collider volumes and keeps track of the collider overlap, but it doesn't physically act on the overlapping objects. It doesn't cause a collision. We do this by making our colliders into triggers or trigger colliders. When we make our colliders into a trigger or trigger collider, we can detect the contact with that trigger through the on-trigger event messages. When a collider is a trigger, you can do clever things like place a trigger in the middle of a doorway in, say, an adventure game. And when the player enters the trigger, the minimap updates and a message plays, "You have discovered this room." Or every time your player walks around that corner, spiders drop from the ceiling because the player has walked through a trigger. For more information on collision and on-trigger messages, see the lessons linked below. We are using on-trigger enter in our code rather than on-collision enter. So we need to change our collider volumes into trigger volumes. To do this, we must be out of play mode. Let's select the prefab asset and look at the box collider component. Here we select is trigger. And again, the power of prefabs, all of our pickup objects are now using trigger colliders. Let's save our scene, enter play mode, and test. And as our player enters the trigger, we pick up the objects. Excellent. 一旦止めましたけど、今長々とやってましたけど、さっきの使い方とかを言ってたところがほとんどなんで、実際はこの辺かな、オントリガーエンターのこのメソッドですね。これがプレイヤーコントローラーに増えたのと、タグの設定かな。プレハブのタグの設定をして、あと、コライダーの方で、トリガー、イズトリガーかなんかを設定したっていうところですね。でそれを設定したら、今みたいに、この、物理エンジンは基本的に重なりを許可しないんですけど、それを許可するようになって、オントリガーエンターで、検出できるようになって、で、その中の処理でセットアクティブフォルスにしてるんで、非表示にする。で、取ったように見えるっていうことが動いてます。セットアクティブで非表示。そうです。セットアクティブフォルスで。なので、ベタッと貼り付けるか、写経するか、お任せしますが。はい。はい。一個前なんですけど、はい配置がうまくいかない。でこれの状態で、この UD でセレクトして、それは何ですか？見ちゃいますけど、移動のモードが、グローバルとローカル、グローバルに変えろっていうので変えたんですけど、同じように変えてるんです一つの座標とゼロになってますね。上から見たものに見えますしね。ちなみにこの、赤色の矢印を使う。そうじゃなくて、ドライにして。なんか、斜めってるのかもしれないですね、カメラが。なんでかな。ちょっと、矢印の方で、動かすようにして。ちょっと今浮いてるかもしれない。
高さを 0.5 に。めんどくさい。回転はします。いけたっぽいですね。ありがとうございます。マテリアルを設定したら、今、Y を使ってたかもしれない。バックグラウンドを出演して、もういけてますね。ありがちなので、そのプレハブ化してなかったら1個だけになっちゃったりとか。水取りが。プレハブに反映するっていう方法があるんですよ。
ない可能性が、これハブ化してないやつを規制してるかもしれないので。そしたら、そのエディター、確か、今うまくいってるやつを新しくハブ化する。こっちの古い方のプレハブを消して、うまくいってるのをで、関連付けられてないので、他の方に関係とか、ますかね。続きで。Let's exit play mode. Everything looks great. We only have one issue. We have made one small mistake, and this is related to how Unity optimizes its physics. As a performance optimization, Unity calculates all the volumes of all the static colliders in a scene and holds this information in a cache. This makes sense as static colliders shouldn't move, and this saves recalculating this information every frame. Where we have made our mistake is by rotating our cubes. Anytime we move, rotate, or scale a static collider, Unity will recalculate all the static colliders again and update the static collider cache. To recalculate the cache takes resources. We can move, rotate, or scale dynamic colliders as often as we want, and Unity won't recache any collider volumes. Unity expects us to move colliders. We simply need to indicate to Unity which colliders are dynamic before we move them. We do this by using the rigid body component. Any game object with a collider and a rigid body is considered dynamic. Any game object with a collider attached but no physics rigid body is expected to be static. Currently, our pickup game objects have a box collider but no rigid body, so Unity is recalculating our static collider cache every frame. The solution is to add a rigid body to the pickup objects. This will move the cubes from being static colliders to being dynamic colliders. Let's save and play. And our cubes fall through the floor. Gravity pulls them down, and as they are triggers, they don't collide with the floor. Let's exit play mode. If we look at the rigid body component, we could simply disable use gravity, which would prevent the cubes from being pulled downwards. This is only a partial solution, however. If we did this, even though our cubes would not respond to gravity, they would still respond to physics forces. There is a better solution, and that is to select is kinematic. When we do this, we set this rigid body component to be a kinematic rigid body. A kinematic rigid body will not react to physics forces, and it can be animated and moved by its transform. This is great for everything from objects with colliders, like elevators and moving platforms, to objects with triggers, like our collectibles, that need to be animated or moved by their transform. For more information on the rigid body and is kinematic, see the lessons linked below. Let's save our scene and enter play mode to test. Now our behavior is identical and performant. So, static colliders shouldn't move, like walls and floors. Dynamic colliders can move and have a rigid body attached. Standard rigid bodies are moved using physics forces. Kinematic rigid bodies are moved using their transform. In the next assignment, we will count our collectible objects and make a simple UI to display our score and messages. ちょっとややこしい話なんですけど、
今言った話は、ほんまに内部の最適化の話で、特に気にしないんだったら別にそのまんまでもいいんですけど、本来はこうですよっていうことで、今、スタティックのコライダーだったんですけど、それを動的なコライダーにしましょうっていうことを言ってましたね。で、普通に動的にすると、グラビティでこうなっちゃうんで、それもしたくないんで、イズキネマティックで、自分でその位置を計算するようなオブジェクトにしたということです。ですね。でも、一歩、例えばもう一歩踏み込むとすれば、逆にスタティックにしてしまうというのもありだと思うんですよ。で、その場合は、そのコライダーを、この形通りにコライダーを作るんじゃなくて、動かさないコライダーを作って、それを静的に配置してしまうというのももう一つの解決策かな。で、この場合は、動的なものとして、作って、で、さっきの静的な、何でしたっけ、静的なイズトリガーがオンになったものと同じように動くようなものを作ってます。この辺はちょっとややこしい。僕もちゃんとは理解してないんですけど、実際に内部のコード見たわけじゃないんで、そうらしいですね、みたいな感じです。そんな感じです。リジットにした方がいいよっていう。これどこでできるんでしたっけ、リジットボディ。GitHub で、アッドコンポーネントで、どこかな、フィジクスの、そうですね。フラッティはこのままでも大丈夫です。イズキネマティックをオンにすることで、グラビティは関係なくなる。あれですか、なんか回転してるから衝突半径ずっと計算し続けるみたいな。そういうことですね。なので、もう回転してても、実際のゲームのその判定ってそこまで厳密にしなくてもよかったりするので、だいたい9で置き換えたりとかするんですけど、でも9は大丈夫かな。なんか特許の問題があるとかっていう話もありますけど、あんまり気にしなくてもいいかもしれません。9でもうその座標にどれだけ近いかだけを判定すればいいだけなんで、9の判定でいいはずです。けど厳密にやるなら、この回転してる立方体に厳密に重なったら取るみたいなのを今は計算しています。で、一応最後のやつ10分ぐらいの動画なんですけど、といこうと思います。これはカウントしてゲームクリアって言うかな。Counting, displaying text, and ending the game. We need a tool to store the value of our counted collectibles, and another tool to add to that value as we collect and count them. Let's add this tool to our player controller script. Select the player game object and open the player controller script for editing. Let's add a private variable to hold our count. This will be an int, as our count will be a whole number. We won't be collecting partial objects. And let's call it count. So in our game, we will first start with a count of 0. Then we will need to increment our count value by 1 when we pick up a new object. First, we need to set our count value to 0. As this variable is private, we don't have any access to it in the inspector. This variable is only available for use within this script, and as such, we will need to set its starting value here in the script.
There are several ways we can set the starting value of count, but in this assignment, we will do it in the start function. In start, set our count to be equal to 0. Next, we need to add to count when we pick up our collectible game objects. We will pick up our objects in onTriggerEnter if the other game object has the tag pickup. So this is where we add our counting code. After setting the other game object's active state to false, we add our new value of count is equal to our old value of count plus 1. There are other ways to add, count up, or increment a value when coding for Unity, but this one is very easy to understand, and this is the one that we're going to use in this assignment. Save this script and return to Unity. Now we can store and increment our count, but we have no way of displaying it. It would also be good to display a message when the game is over. To display text in this assignment, we will be using Unity's UI toolset to display our text and values. First, let's create a new UI text element from the hierarchy's Create menu. Let's look at what we've added to the hierarchy. We seem to have gotten more than we bargained for. We don't just have a UI text element, but we've also created a parent canvas element and an event systems game object. These are all required by the UI toolset. The single most important thing to know about these additional items is that all UI elements must be the child of a canvas to behave correctly. For more information on the UI tools, including the canvas and the event system, please see the information linked below. Rename the text element count text. So let's customize this element a bit. The default text is a bit dark. Let's make the text color white so it's easier to see. The size and alignment are good. And let's add some placeholder text, count text. We want our text to display in the upper left of the screen when the game is playing. We can see that the UI text is currently displaying in the center of the screen in the game view. This is because the text element is anchored to the center of its parent, which is, in this case, the canvas. It is worth noting that the transform component on UI elements is different from the other game objects in Unity. For UI elements, the standard transform has been replaced with the rect transform, which takes into account many specialized features necessary for a versatile UI system, including anchoring and positioning. For more information on the rect transform, please see the information linked below. One of the easiest ways to move the count text element into the upper left is to anchor it to the upper left corner of the canvas, rather than to its center. To do this, open the Anchors and Presets menu by clicking on the button displaying the current anchor preset. When we re-anchor this text element, we also want to set the pivot and the position based on the new anchor. So we will hold down both the Shift and the Alt keys, and then select the upper left corner button. That's done it, it's up in the corner. But now it looks budged up against the corner of the game view. Let's give it some space between the text and the edges of the screen. As we are anchored to the upper left corner of the canvas, and we've set our pivot to the upper left corner as well, the easiest way to give the text a little breathing room is to change the rect transform's pause X and pause Y values. 10 and minus 10 seems about right, with some room around it, yet it's still up and out of the way. So let's wire up the UI text element to display our count value. Start by opening the player controller script for editing. Before we can code anything related to any UI elements, we need to tell our script more about them. The details about the UI toolset are held in what's called a namespace. We need to use this namespace, just as we are using Unity Engine and system collections. So to do this, at the top of our script, write using unityengine.ui. With this in place, we can now write our code.
First, create a new public text variable called countText to hold a reference to the UI text component on our UI text game object. We need to set the starting value of the UI text property. We can do this in Start as well. Write countText.text equals the string value of count :space plus count to string. And we need the parentheses. Now this line of code must be written after the line setting our count value. Count must have some value for us to set the text with. Now we also need to update this text property every time we pick up a new collectible. So in onTriggerEnter, after we increment our count value, let's write again countText.text equals count :space plus count to string. We've now written the same line of code twice in the same script. This is generally bad form. One way to make this a little more elegant is to create a function that does the work in one place, and we simply call this function every time we need it. Let's create a new function with void setCountText, and then an empty set of parentheses and brackets. Now, let's move one instance of this line of code into the function by cutting and pasting it. And in its place, let's put a line of code simply calling the function. Finally, let's replace the other line with the function call as well. Excellent. Save and swap back to Unity. Now we can see our player controller script has a new text property. We can associate a reference to our countText simply by dragging and dropping the countText game object into the slot. Unity will find the text component on the game object and correctly associate the reference. Now let's save, enter play mode, and test. Aha! Not only do we collect these objects, but we count them now. Let's exit play mode. ちょっとすいません。表示するまでが長かったんで、ちょっと長くなっちゃったんですけど。シーンにテキストを置いて、配置とか直したりとか、あとカウントアップする処理とかを書いてたと思います。はい。で、これゲームの方じゃないと見えない。ここに。ある。で、ゲームモードでしか見れないかもしれない。さっきはお好みなんですけどね、みんなで2セット
どこ行ってました。あ、そうだ、これで10だから。おさっきマイナス10にしてどう思ってなってたんで、確か。00やったら表示されるはずなんですけど。あ、まだまだ、これ持ってきた。なんかシフトとかオルトとか押しながら、マイナス10、下向きがマイナスですね。そうですよね。実際、アルバムで言ってるボタンと同じボタンを押すの。たまに、シフトと押すの。それで、あ、これだ。ここに来た。でも、できました。で、これを上に上げて。スイッチを入れて、ここでアライメントとかシフトとオルトを押しながら、で、そのポジションとかも寄せれるみたいな。これと、プレイヤー、これ紐付けるのが、はい、今もコードの方にはあります。このプレイヤーコントローラーのカウントテキスト。こんなことができるんだ。パブリックでありますね。その2番目以降の当てる0、1、2、3。ちょっとテクニック。この他はですね。ちなみに、ビジュアルスタジオ系だったら、右クリックでリネームってしたら、一括で変えるの。一括です。これ、大文字じゃないですか。はい。でもこれ、小文字じゃないですか。はい。これは合わせないといけないですか。いや、特に大丈夫。今、さっきのはパブリックで、エディターに表示する用の変数なんですよね。これって、プレイヤーコントローラーの変数じゃないですか。で今、プレイヤーちょっとクリックしてもらったら、スクリプトってどこですかね。ちょっと、おった。ここに今、ノンで、多分ヌルが入ってるんで、ここにさっきのテキストをドロップする。で、それで紐付きます。でも結構ない。コンソール。わかりました。ちょっと僕はい、ありがとうございます。
りがとうございます。早くしよう。ありがとうございます。またありがとうございます。すみません。表示が変わっちゃってよくわからなくなったんですけど、どうやったものです。何か、プレイヤーあたりを選択して、なんか、F キーかなんかで。その辺の触りかなと思って、この辺で、このツールが、名前のようなのが、視点の切り替え方とか、なるほど。そういうことかな、ここだったんですね。あ、なるほど、こういう画面なんですね。ありがとうございます。この画面が Linux のバグってるのか、こういう画面なのか知りたくて。若干のレイアウトが違いますね。そんな変えたくて、これ本当はローカルにインストールされてるのがかってるわけじゃないですね。の中身にしてもらっていいですか。このエラー内容を知りたい。これはなんかシステムインストールされてるフォントではなく、Unity 側のなんかフォントをインポートしないとダメなんですか。多分そう、本当はインポートして使われない。これじゃなくてもダメなんですよ。ユニファレンスか。何オブジェクトって言ってますか。オブジェクトリファレンスのプレイヤーコントローラー、セットカウント的。具体的な変数名ってないですけど、その行の中のどれかがヌルらしいです。カウントは定義してます。ありますね。もう片方はカウントテキストかな。はあるんですけど、がヌルってことは、さっきの割り当てがうまくいってないからです。これなんか、ノンになってますね、今。このカウントテキストっていうのを使いますね、これ。どういうことですか。プレイヤーにはあるんですけど、これがそもそも間違ってますね。ここはいらないですね。なので、ちょっと、多分今のはゲームオブジェクトのどれを基準にコードを書いているかみたいなので、プレイヤーコントローラーは今プレイヤーに貼り付けてたんで、そっちには制御コードはいらないっていうことですね。わかります。ピンときてない。プレイヤーにカウントテキストに向けてる。この関係はちょっとそのゲームのロジックをプレイヤーコントローラーに全部入れてるんですよね。なので、プレイヤーコントローラー基準で言うと、プレイヤーは自分なんで知ってるじゃないですか。で、オントリガーも、いつトリガーで相手が分かるんですよね。で、アザーに対して処理できる。けど、テキストは、
その関係にないんですよ。今、無関係なんで、なので、紐付けてあげて、プレイヤーの紐付け。プレイヤーがテキストを知っている状態にした上で、プレイヤーが、オントリガーのたびにカウントアップしていくっていうことをしています。これはちょっと、ちょっとユニティの、ちょっと悪い書き方の癖でもあるんですけど、そうですね。なんか、ほんまは、こっちとこっちがね、自分で言ったら分かるんですけど、ほんまはこれって、ステージのコントローラーみたいなんで管理しないといけないですよね。プレイヤーの操作ではないじゃないですか、このテキストの変更って。なので、もうちょっと別のオブジェクトにゲームのコントロールする処理を書くのが本来はいいんですけど、ちょっとめんどくさいんでそうやってるっていう感じですね。プレイヤーを中心に物事が動いていってるんで、プレイヤーにコードを書いたら一番楽かなっていう、そんな感じですね。また書き換えるとしたら、またコード変わると思うんですよね。書き換えるとしたら。そうですね。でも今、モノビヘイビアにする限りは、なんかエンプティオブジェクトか何かでゲーム作るなり、して、プレイヤーに同じように貼り付けるっていうのはありですけどね。ないかな、それはないかもしれないけど、なんかにその一つしかないオブジェクトに貼り付けるっていうか。それが中心なんです。それだけとちょっと、ステージを複数したときとか、プレイヤー2人になったらどうするみたいな、マルチ対戦するときにすごく困ったりとかする。プレイヤー2人になって、そうか、そういう意味ではプレイヤーごとに点数があるとか。けど、クリア条件はまた別で変わってくる。見えるんですね。端っこやからでも、だいぶ引かないと見える。選択して F キーでいけると思います。何か。F キー。こちら。なるほどですね。ちなみに、そのデバッグ表示用の文字とかって、赤紫色にするのが文化がある。赤紫というか、何色っていうか、R と B をマックスにして、なんでかっていうと、ゲーム上でそんなサイケデリックな色使わないんで、埋もれないんですよ。これはちょっとプレイヤーに見せるための最後に残るやつなんで、これは白色です。仮に置いてとかだったら、そういうのがあります。これ、キャンバスで書かれている通り、ラスタライズされたテキストなんで、このなんかテキストの幅とか高さがあるんですけど、その中に収まらないとなんか非表示になっちゃったりしたので、なんか大きい文字作るときは、その辺、ちょっと工夫する必要があります。なるほど。そもそもここに書いてる。これがリスト出してる。この中に書いてる。
じゃん。ハンドリングオブジェクトリズカムっていうのは、ちなみに、モノビヘイビアってこの記日本語じゃないモノっていうのが、はい、ドットネットフレームワークの、ドットネットフレームワークっていうのは、あ、違うんですか、じゃモノっていうプロジェクトがあるんですよ。多分検索したら出てくると思うんですけど。ものじゃないんですね。モノ日本語のものじゃなかったです。モノリスとかもね。かな、それで、その上で作られてるから、インター自体が。C シャープを使ってるじゃないですか。C シャープってもともとマイクロソフトの、ドットネットフレームワーク上で動くものが最初に作られたんですよ。で、それのクローンとして、オープンソース版のクローンとして、モノっていうプロジェクトが始まって、その上でも C シャープが動くようになったんですよ。で、いろんな環境で、Windows 以外のいろんな環境で C シャープが動くようになったことで、それを、ゲームのスクリプト環境として使おうっていうふうなことになって、その Unity とか、その iOS とかいろんなところで動くようなスクリプトを作るような、裏側のライブラリとしてモノっていうのを使うようになったんですね。で、それのビヘイビア。モノ用のやつって感じです。これ、今の書き方だと、一つのオブジェクトに対して一つのスクリプトみたいな感じで、分かりやすくて分かりやすいけど、これが複雑なったらどうなるのか。そうですね。絶対のマネージャー的なのが。で、これのアップデートのタイミングの問題っていうのは、どっちが先呼ばれるかっていう、たくさんあると、僕もちょっと把握してないんですけど、さっきは必ず物理演算が終わった後に判定したいので、レートアップデートにしましょうみたいな言ってたんですけど、その全体を通しての順番は決まっていると思うんですけど、同じアップデートでどっち先呼ばれるかみたいなのが、例えばこのくるくる回ってるやつとか、アップデートの順番ですね。同時に並列で動いてるわけじゃなくて、タイミング的にはどれか1個ずつ処理していってるんで、そういう意味ではちょっと分かりにくいプログラミングになります。しかも非同期処理とかも確か C シャープだったら書けるので、それ使い始めると余計にややこしくなります。なるほど。いけるんかな ?YouTube ライブは。今3人で、多分3分の1これなんで、あと2人います。はい。だいぶ。あと多分、最後に勝ちましたを表示するだけやったと思うんで、ちょっとまんま流します。Setting text component on the game object and correct display in this other 20 again as loops.
こうか。Count them now. We need to display a message when we have collected all of the cubes. To do this, we will need another UI text element. Again, using the Hierarchies Create menu, make a new UI text element and rename it WinText. Note how this new UI text element is automatically added to our canvas. Again, as before, let's customize the values on the component. Let's color the text white so it is easier to see. Let's make the text a little larger. Let's try about 24. Lastly, let's adjust the alignment to center and middle. And again, let's add placeholder text. Win text. We want this text to display in the center of the game screen, but up a little so it doesn't cover the player game object. To do this, simply adjust the rect transform's pause Y value, as by default, this UI text element is anchored to the center of the canvas. A value of about 75 feels good. Save the scene and swap back to the scripting editor. We need to add a reference to this UI text element. Create a new public text variable and call it WinText. Now, let's set the starting value for the UI text's text property. This is set to an empty string or 2 double quote marks with no content. This text property will start empty. Then in the setCountText function, let's write if count is greater than or equal to 12, which is the total number of objects we have in the game to collect, then our winText.text equals you win. Save this script and return to Unity. Again, on our player controller has a new UI text property. We can associate the component, again, by dragging the WinText game object into the slot. Save the scene and play. So we're picking up our game objects. We're counting our collectibles. And we win! And as we can see, when we have collected 12 objects, we display the "You win" text. In the next and last assignment of this series, we will build the game and deploy it using a standalone player. 終わりですね。で次がビルドで、クロスプラットフォームとかの話は入ってたかちょっとわかんないですけど、いろんな環境向けにビルドできますよみたいなことなんで、そこはもう各自でいいかなって思ってます。ここ、ウィンテキストだったら一応ゲームっぽいものにはなるっていう感じです。ほんまはタイトル戻ってとかやりたいんですけどね。ゲーム画面、カメラアングルっていうところで変えます。カメラっていうのは、同じように座標とか角度があるので、はい。この辺が、Y とかをして画面にすると、で角度とかを普通のローテートあとはもうちょっとできると思いますけど、できないのかな。数字がの方が
あ大体の位置に大体入れて、数字を調整する方が長くなるし。はい確かに。こんな感じで。画角も変えるので、はい広さあ。カメラ自身。あ、こういう感じ。あ、そう。します今はいいと思う。なんか変えるところがある。どうしたんですか？画角どうしたんですか？画角にはうるさいです。画角にうるさいので。この人、なんですよね、これ。なんで遠くのものが小さく見えるんですけど、それは実際の人間の目とかをシミュレートしてるんですけど、なので、一番酔いにくいというか、酔いにくいのは自分の画面との距離から、この実際の画面を見るときの角度が分かるんですよ。それに合わせてあげるのが、このまま一番いいんですけど、そうしちゃうと、周りが全然見えなくなっちゃうので、ちょっと大げさに周りまで見せてあげるっていう処理が。湿度が多いんですかね。どれぐらいなんですかね。僕、適当にやるとき30、40とか、そのぐらいでやってますけども、まあ、やっぱり調整して。で、VR とかだったら、それの角度が90度とか100度ぐらいなんですよ、実際のドライは。なんで、この自分の視界、ここにディスプレイがあるんで、この視界いっぱいにその世界が広がっているっていうようなことがいやー、来ましたね。出ました。これ動画のとこ初めてのユニティで、アプリをリリースして。これで、これギャルやったらこれ自撮りで撮るんですね。あれ誘引電化数が変わってるんですよ。6個ぐらいかな。いや、なんか、大きくしたら消えたな。あ、それ多分このバウンドだと思うんですよ。この高さとか、このウィルスとか、ハイトとか、ちょっと大きくしてあげないと。ああ、そういうことですね。なんでできない？テキストを単純に塗る文字列から UI に変えるだけです。あ、なるほど。このキャンバスの中にもう一個テキスト追加してますか？あ、そうです。なんかやり遂げた感ありますね、これ。チュートリアル全部なぞると。チュートリアルの処方で。これがいくつもあるので、修行するとなったら、一個一個やって。そうですね、修行でも全部いったら、もう、かなりね。もうあれですね。で、ちゃんと初級とかも書いてあるので、なんか自分のレベルに合ったやつを。そうですね。タワーディフェンス。あ、いいですね、タワーディフェンスは。
ゲームキットとかもそうか、これ、面白いですよ。 2D ってこと 2D ゲームもできるんですかですね。で、これは至れり尽くせりな方のやつ。ゲームキットってやつは多分至れり尽くせりなやつで、普通にニュープロジェクトみたいなんで作ったときは、もうちょっと泥臭いことしないといけないんじゃないかな。はい。そうですね。ゲームキットって概要なんかマリオメーカーみたいな状態ですかなりいろいろありますよ。危険地帯とか。そうですね。コードは別に普通に書けるんやけど。そのなんか文化というか、その、プレハブとかね、ジャンルが全く違うプログラミングなんで、その定石を学ぶっていうのが。普通の書き方とか、普通にタイプスクリプトやってたら分かるし。それ関数名大文字から始まるのは、それは C# 文化なんですね。そうですね。もうドットネットの文化ですね。と、あと、波括弧のスタートの位置が改造されたとこから始まるとか。あれもだと思います。いや、もうあれはほんま気持ち悪いんですけど。いやいや、この、間違って消しちゃいそうなんやけど。これね、いや、僕もこれ好きじゃないです。これはでも、それぞれあるじゃないですか。ここにスペースあるとか意味わからない。ここに入れる人もいるし、この後ろにスペース入れるとかっていうのもこれが、このスペース入れてる。これでフォーマットし直すみたいなのもあるんですけど、それのフォーマッターにあるんですけど、これが確かなかった気がするんですよね。それさせてよって。あ、じゃあこれ、こうか。こうしかなかったんですよ。僕これ派なんでちょっとなんかでもそうなったらもう最初から普通のやつに慣れとこうと思って普通にして。あとあれですかね。文字列のコーテーションですか。なんか怒られたんですけど、シングルでやったら。そうなんですか。そもそも違うんです文字型と文字列型が違うんですよ。その C# ってC#、ちょっと誤解を恐れずに言うと C# は Java をパクったんですよ。ただそのドットネットフレームワークで動かすっていうことをそういう背景があったんで、C 的なそのこともしたいっていうので、その構造体とかそのアンセーフポインターとかも扱えるようにしたいとかあって、なんでその基本 Java なんですけど、ちょっとところどころ C プラっぽさも残るみたいな、そんな感じですね。なんで Java やってる人はもうすんなり入れたりとかするんですけど。イコールズでオブジェクトの比較になってしまうかもしれない。どっちがどっちかちょっと忘れちゃったんですけど。比較構図ですかね。その同じ値
なのか、統治なのか、統下なのかみたいな、そういう比較演算子もあります。皆さん大体いけましたか？そうです。一応、関数実行してるっていうのに言ってしまう。これで何回減らしたらいけるようにしました。完全問題じゃん。だいぶ時間をオーバーしています。一応120分の予定、120分とか 2時間の予定やったんですけど、多分3時間半とか出るんじゃないかな。で、多分いつもの感じだったら、最後の1時間が多分 6時あたりからこんなんやりましたとか、チュートリアルを踏まえてのちょっとカスタマイズしてみましたみたいなのを発表するやつなんですけど、ちょっとどうしましょうかね。なんか、持ってきて、ちょっと広めれる話広めれる。基本があって、ちょっと面倒くさいからこうした方がいいとかっていうのを、まあ言っても2つほどですね。それ結構面白い話になる、それ。いや、めっちゃためになる話っぽい感じ。やったら俺ちょっと小ネタを先に、なんていうの、あんまり面白い話もしないんですよ。辛いから。いや、まあ面白いかって言われると。面白い。いけるかないけるかいけるのか多分伸ばしたら。そうなの、画面見せたらあかんもん。スラックを落とす。これで、フォーカスが。これで作ったら、OK、いきましょう。これね、配信されてるから気をつけない、本当に。仕事の内容が画面にバッチリしてたら、もしあれにならんかな。こうやってたの、ほぼほぼ今日の中途半で、この辺で適当にやったりしたんですが、何をよくやったかというと、さっきここでちょっとボソボソ話してたんですけど、このチュートリアルって実装上、12個取ったらゲームクリアってやってるから、ポイントオブジェクトを増やせないんですよ。増やしたり減らしたりできないんですよ。なので、それを、これちょっと仕事じゃ使えないよねってことで、上の文字列が変わってるんですけど、リメイニング12アイテムズっていう、最初にここにいるピックアップっていうタグを持ってるやつを全部こそっと数持ってきて、上に出してます。で、この元に取った数もカウントしていて、差分でこの2をやってるんですよ。で、これやったら、数も増えたり減ったりした時も対応できるよねっていうのを取ってありました。あと、この、カメラの位置をちょっと下に下げて、ボールのスカイとか、ボールの速さをちょっと速くしたりして、個人的になんとなくスプラトゥーンの爽快感を目指してる気がしました。もう全然違うんですけど、ただまあ、ほんまは最終的に、この横にボールを動かした時にカメラが後ろから追従するような感じで、そうやったらいいなと思ってるけど、そこまでいけずで、この形になりました。で、結果私が調べて自分でググった実装としては、もうちょっと見てそうです。これです。ゲームオブジェクトのファインドゲームオブジェクトウィズタグっていうので、このタグ持ってるやつごそっと取ってくれるので、ドットレングスで数が取れたんで、それを最初に持っといて、あとはもう差し引きして、ゴニョゴニョしてる感じです。はい。大変満足しました。ありがとうございます。でもこういうことよね、多分ね。やり方がわからなかった。断念しました。
さっきプレイハブを作って12個手で置いてるんですね、みんな。で、場所もめんどくさいし、とりあえず GUI でやるのかって話があって、で、もうスプラトゥーンっぽいゲームを作ったときに、数だけ、デフォルトで決めておいて、ゲームの時間敵の数をあらかじめ決めて、エリアの振り幅、これは多分実際のテーブルの幅になると思うんですけど、このを指定しておいて、で、クリエイト、データをそもそもコードで引っ張ってきて、それを、場所をランダムに生成した上で、インスタディオットで、プレイハブを元にした敵キャラを作るっていうことをやって、で敵キャラランダムに置くと、どこ向いてるかわかんないので、カメラルックアップで、自分自身のカメラの場所、要は敵がパンって置いて、こっちへ向くっていう処理をここで作って、150体一気に生成するっていうのをやるんです。なので、さっきここ、150体とか12体だと12体とか、こういうふうに調整して、プレハブから動的に生成して、その数をコントロールした方が楽になるんでするかなっていう。本来では別にこっちの実装になるよね。っていうのを、動くようにさっき戻したから。で、さっきキャンバスの話もあったけど、こんな感じで、非表示にして表示、Z で表示みたいな感じで。それはキャンバスの中に画像を置いてるんですか？画像を置いてる。このエントリー受付中とか10とかのテキストで、ゲームっぽく、オープニングっぽくなので、スペースで今これやってるけど、本当はバイブのトラッカーのトリガーを取り引いて、で、このエントリー受付中に誰が打ったかでエントリーを受けてる。3人だと3人。これ本当このターゲットをこうやって動かしたら、マスクで、要は暗闇の中を回転で探すみたいな風にして、で、敵キャラもランダムに配置してるから、どっかにこう当たったら、敵が見つかる。で、ここから、さっきの、これ、多分一回画面見せたこと、出したことあるけど、こういう画面最初にしてくれましたね。これ全部できるんですか？今これ150体ランダムに配置してるさっきのこれのキャラクターどうが作ったんですか？これはもともと売ってるアセットストアにあるマインクラフトっぽいやつにアニメーション入れて、そっか、で、道にこう進んでいくっていうのも、こう進んでいって、ある一定の場所だけマーキングしといて、で、カメラとかでこうグッて回すみたいな。こうやって、ゲームとして成り立ってます。ゾンビです。ゾンビですね。ゾンビめっちゃ笑顔のゾンビやったけど。向かってくるってすると、150体が全部一気に向かってきて、最後ゲームして成り立たないっていうめんどくささがあって、その場にいろっていうふうになって。クリアだけこれだ。そうそう。本当にここに来たら近づくことが決まっていいと思う。で、この時間も一応変数で何でしょうか、今120なんか適当に数値入れたら、ゲームとしてすぐ修正入れる。最初、なんか3分ぐらいだけど、3分ぐらいで大人がこの指で疲れる。1分っていうのを、さっきのこういうのは、これ
このテクニックの一つみたいなのが、これシェーダーを探してきて、ちょっとカスタマイズして。ああ、シェーダーなんだ。で、そのコードがあろうとしている。消えない方がいいな。で、これ、全然余談だけど、これ、ゲームが終わったらちゃんとリクエスト投げて、点数を一覧で入れるようにはした。こっちから貼らなきゃいけない。さっきのシェーインクのやつは、サンプルコードがあって、それを、ここになります。これって全体的なアートワークのデザイン誰がやってるんですか？どっちもうこのサイトの、サイトは一人お手伝いしてもらった人に。でも完全なトンマナを誰かが決めてるっぽい雰囲気があったから、そのデザイナーの方からそう、小沢ですね。小寺さん。まあ、そうだね。で、あとアニメーション、さっきのアニメーションを動かすっていうのもちょっと時間があっても見れなくて、あのキャラをなんかアニメーションの中に入ってるっぽいから、ちょっと探して動かしてほしいっていうところが、ああ、なるほど。そこまで手が回らない。で、あとちょっとあります。はい、なんかオブジェクトに対して、そのシェーダーでその色をつけて、元画像があって、それをこう、なんか適当に貼り付ける。画像なんだよ、元画像があ、そうね。色別で、当たった銃のオブジェクトを見て変えるとかしてました。これもまあそのままもう、さっきフルストリームしてたけど、どうしてあげればまあ。これシステムパッケージ読み込まなかったね、ユーズで。あ、そうね。これで、あれと一緒です。で、ESF のテンプレートを受けてっていう感じかな。あとは、まあ、すごいイベントを使っているので、上にゲームに投げて、各、オブジェクト、要は密にならないように、ちゃんと打たれたっていうのを数値だけ送るみたいなイベントをしてて、密にならないようにして、半年で一人で作ったんですよ。そこそこ。あと、レイキャストが結構便利。ゲームの中で、こう一方向にこうピックなった時に何かに当たったオブジェクトのタグを拾って、それが当たった半分。さっき、トリガーでもうちょっと銃的な感じ、風船的な感じで、物をこう、ここから打った、この方向に打って、ここに当たったみたいな。ここすごいゲームっぽいな。それはさっきの銃の。ヒットした名前を調べてみる。で、点数のカウントアップもここで必要なんで、当たったら、まあ、電磁レッカー点数表示の管理になって、あとは、まあ、スコアの管理。皆さんの設定とアクティブにする、しないを毎回やるのがいいのと、Unity 入力を全部表示して、対効率にする。これをさっきの玉転がしの次にやったやつなんで、すごい作りとして合ってるのか全く分かってない。これしかないですか。ないですか。じゃあ、グローバルに状態があれば、それあんまりやりたくないです。で、非同期処理とかを回してたり、当時なんだろう、ボルチンとかっていう言い方をしてくれるで、同期させない処理、リクエストとかを裏での話をしてる。
あとはもう本当にさっきもすごい積み重ねで、僕はこのカメラをこっちに向けたいとか、ゲームのチップス集みたいなのがあって、カウントアップするのとか、当たった判定を取るのとかって、一個一個の積み重ねでしかやってないので、あとはシーン間のその点数とか、オブジェクトのその点数とか、持ち方の管理をどうするかっていうのを、ちょっとシーン1に作ったオブジェクトが次のシーンで消えてるのか消えてないのかみたいな、そういう管理というか、ライフサイクルを調べるっていう方が結構なんか、シーンで切り替えてそれが一応そういう感じします。だからほぼその買ってきたものを街とか、それをそのまま置いているので、街が置いてる画面とかに入れるんですか？拡大したのでそうね。カメラですね。こんな感じで配置して、でカメラをさっきの回転みたいな感じで、時間でこうやって、あれ20秒経ったのにこっちにすごい。結構積み重ね感すごい。カメラ前を映すと。音楽との同期はどうしてるんですか？時間で時間で。ちょっとそこまで。それが半年。使ってきた半年で、再作ったのにですよ。音探すのがね、ちょっと、スタイルをゲームで検討。いまだに解決してないのは、このカメラを斜めに向けて、レイキャストが走っていて、この人形、こいつを探すのが結構大変で、ちょっとズレが。でスコアと、時間はさっきのカウントみたいな。こうします。この本当はあったんですか？これなんで名前本当？後です。ブログには書いてあるんですけど。スプラっぽい名前。違うんだ。でもスプラっぽい。スプラっぽい。ゲームっぽいでしょ。そういう感じ。ゲームっぽいってもう完全スプラっぽいよね。もう元のその時だって出てすぐ。絶対これなんかインクなんちゃらとか出てそうな。でインクのシェーダーもあったけど使えなくて、なんかそのキャラのモデルが別々だから、手だけについちゃったとか、なんか全体にうまくついてる。なんか結局ダメなんじゃなくて。コードだけ書いてくれてる人のサンプルを拾ってやったら、まあ、いけたから、それを使ってやってる。
数実行してれば、まあ、全体にちゃんと広がる。もう何回か当たったら倒れるみたいな。まあ、難しく、子供がそんな難しく考えたくないから、当たった数だけ点数がされるみたいなことをやる。距離だけ、一応、レイキャストの距離も伝えるから、ある程度遠いと、まあ、打っても当たらないんで、ちゃんとゲーム側で、それはユニティのシステムとしてあるから、まあ、こういうの。あえてレイキャストを使わずに、スペースをつながる違うあこのやり方の結果、そうですね。コストが高い場合がもうすぐコストかかるんだ。年齢に対して計算するんですよね。この時にリクエストなんだけど、そうなんです。っていうのを、さっきのやつ使えば絶対これできる。はい。ゾンビの動きは、もともとその、マインクラフトっぽいキャラの中に、同梱要は一緒にセットになっていて、それを動かす鳥が、関数だけとかけたら、踊るとか、ダンス、倒れる。倒れるとかは走るとか。それはもともとのそのセットの中にっていう感じです。まあ、プレファブの使い回しを結構使うと思うので、ポイントだけこう、座標だけこう指定してあげれば、そこの場所に出てくるという本来目的は多分そっちやろ。プレハブの絵でも作れるけど、まあ、動的にやる。最近になって、プレハブのネットが予約できるようになったっていうのを、みんながタイムラインで歓喜してる。すげえ、いいな、楽しそう。しかもこれ1日しか使ってない。2回の展示をやりたいなと。むしろ声かけてくれるのがあってもいいのにね。まあ、そうだね。あれ、銃と画面でどうやって座標を作ってる座標はちゃんとその、あんまり、あれです。あれなんです。そこまで精密にはしてないんですけど、ヘッドセットを横にちゃんと置いてるので、そんなにその、なんだろう、あんまり座標の意識をしなくても、そこそこ取れた。なんか使ってるってやつですか？バイブトラッカー。もうそのバイブトラッカーっていうやつがあって、座標を、ごめんなさい。それがちょっと出てきた。そういうこと的に。すみません。これマニューバーボードっていうのバイブ本体をすぐそばに置いてるから、座標が、スクリーンにはそのバイブに映ってるやつを映してるっていう。着座モードで、ヘッドセットだけ、ここにヘッドセットがあって、この先のトラッカーで、その場所を認識していて、で、実際のトラッカーとヘッドセットの位置をちょっとオフセットさせて配置してるから、大体この方向を向いてるねっていう感じでやってるので、そんなにめちゃめちゃシビアではない。けど、そこそこちゃんと向けた方向に鳥側に行く。あとは結構人って補正するから、まあ左動かしたら動くんだなぐらいの感じで当ててくれるんで、まあ上と下ぐらいはちゃんと。自分もそのトラッカー使って壁シューティングするゲームを作ったんですけど、その時はもう完全にトラッカーと壁を計算して、ちゃんと出しました。そんなクレバーな方法があるとは知らない。そう、みんなあんま動かないんですよ。そう。あと、価格が変わると多分その辺変わっちゃうので、結構、その辺はもう座標測って最初に作り込みの段階でこの場所でみたいな。そう言ってはったみたいに、厳密にやるとすれば、会場を測って、ここプロジェクターだからっていうので、実空間上のカメラを想定して、そことその実際のこれとからここから見た画面越しの座標はどこかみたいな。カメラ2つ置いた気がする。
まあでも、細かい、多分数センチではずれてると思います。大体ね、そのレベルだから、そんなに差が分かんなかった。で、多分厳密にやっていくと、さらにキャリブレーションとか、ここを打って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 みたいな。かかってる。ただ、結構出るんじゃないかな。これ今でも、これやっても結構なんか昔は、頭にかぶるヘッドマウントディスプレイ自体が接続されてないと、5分ぐらいでバイトトラッカーが落ちるっていう。なんかなしでもいける方法あるけど、結構バグいみたいな話をなんかし、これも結局はやらなかった。某案件でそれをチャレンジしたけど、ダメで、あれを取りに走ったっていう。最後までできなかった。結局なんかヘッドマウントがちゃんとクラッキングされてないと、この仕組み使えなくて。でもあれをどうやって隠すか楽しんでこれ見せた方がなんかすごいシステムを使ってるっぽいっていうあれがあったんで、こんな感じで。でも今の映像の中でガチで売ってる女の人はね、趣味ですから。手伝って守りと趣味とちっちゃい子に投げてマジよ。で、すごいちょっとしては、全然ユニットと関係ないけど、これ、本当はこう、四隅で使う、二隅で対角線で使うんだけど、トラッカーを前2面でしか使わないんだったら、前2個でいいよって、ブコさんに言われて、そうなんだった。前しか拾ってないから、その前2個で大丈夫。だから、ちょっとなんだっけ、懐中電灯のやつは2面、前2個しか、これって1個、ここと、僕の対角線、こっちの対角線、こっちにあるんですけど、左の奥でっていうですね。なんかステレオカメラから3次元をトラッカーの位置を測定するために、2つ、2隅に置かないといけないっていう前知識があったので、そういうのこの前しか使わない。前方向しか見ない。多分撮っているのは多分2次元の画像なんでしょうね。2点から撮ってる。いや、そうじゃないですね。それは、あれ死んだ？いや、あれすごい特殊で、トラッカーはレーザー出してるだけで、はい、で、ベースステーションがレーザーをすごいバーって出してて、トラッカーの方はそれを受けたタイミングを何点かで取って、それで自分の姿勢を推定する。なんか前、なんかこう出てる手みたいなところが確かにされてない。なんか角みたいになってるところが感知するポイントで、そこに入っていったレーザーの時間差で、なんか自然推定してる。なんかバイブの仕組み、トラッキングの仕組みの動画を多分検索すると、すごいわかりやすいです。ちょっと探してみます。開発このマシンです。壊れやすいとはな。圧倒的に僕は多分稼働時間が少ないからまだ生きてる。どうかわかんない。みんな周りが人が壊れてしまってると、いきなり壊れる時なんです。トラッカーですか？これ。レーザーブレードは、なんか、まともに動いてるやつがいない。大丈夫なんですか？2年ぐらいで壊れる。そんな消耗品。ゲーマーはすぐ買い替えるだろうみたいな、そんな感じなんですかね。ちなみにこれ、ソースコード、最近、公開されてます。勝手にパブリックになってるってこと？いや、じゃなくて、多分最初、そこまで気にしなかったけど、パブリックでいいやみたいな感じで出したけど。結構危ないで、これ。
じゃあ、後で貼ってください。GitHub にコードありますっていう話。そうなんですね。かつにプライベートリポートでバーって並べてる。これの、僕これ作った時3色団子しかUnityで作れないんです。3色団子キューブとキューブを置いて、色つけて、まっすぐのあを刺していくみたいなところからスタート。なるほど。じゃあ僕、お、ありがとうございます。どうぞどうぞ。いいね。はい。さっき変に変更しちゃったので、Git からリセットしました。のぼさんの拡張したやつですか？そうですね。あれゲームシステムはそんな書いてないです。ちょっと質感をリッチにしましたっていう感じですね。っていうやつです。で、何変えたかな。まず大きく変えたのが、そのスカイボックスを変えました。スカイボックスっていうのかな。なんか、この、スカイボックスって言ったと思うんですけど、ちょっとこの設定する場所が分かりづらいんですけど、どこにもないんですよね、そのスカイボックスの設定が。で、ライティングっていうタブが、ウィンドウから探すとあるんですけど、ライティング、レンダリングか。これかな。多分それだと思います。で、そこで、スカイボックスマテリアルを貼り付けるんですけど、あらかじめ作っておくんですね。作っておいて、貼り付けるんですけど、こっちか。インスペクターで。この画像は拾ってきました。拾ってきたやつで、その画像の種類ごとに、パノラマ画像なんですけど、パノラマ画像の種類ごとに、例えば、キューブの内側から見たなんか画像みたいな、45度ずつの画像みたいなのもあるんですけど、今回はパノラマで、多分、地球儀の裏側みたいな、そういう撮り方の、シータみたいな形式のやつをダウンロードして貼り付けました。で、それをすると、ちょっと映り込んでるんですよね。で、多分厳密にはやってないんで、スカイボックスしか反射してないんで、この近くのオブジェクトとかは反射してないんですけど、だいぶそれっぽさが上がるというか。で、ここも無駄にペカペカしてるんですけど、これもその背景を映し込んでる感じですね。あと、この地面の、この、なんていうマテリアルかちょっと忘れちゃったんですけど、これでやってるんですよね。この、質感をダウンロードできるサイトがあって、ちょっと今パッと思い出せないんで、ちょっと後で貼り付けますけど、質感
っていうので、テクスチャーだけのダウンロードじゃなくて、そのテクスチャーっていうのがそのアルベドなんですね。その普通に思い浮かぶテクスチャーっていうのが、これかな？いや、違う。これなのかな？ちょっとごめんなさい。違うのを見てるかもしれないです。バンプじゃないですね。ごめんなさい。ちょっと違うのを今、普通に見せてるだけかもしれないですけど。バンプじゃないと思うんですよね。ディフューズですね。ごめんなさい。ディフューズ、物理ベースレンダリングじゃなくて、それじゃない、愚直なレンダリング、愚直なというか、昔ながらのレンダリングでは、ディフューズマップっていうんですね。で、ディフューズマップをアルベドに設定して、で、ノーマルマップはもう、ほんまにノーマルマップが提供されてるんで、入れて、ハイトマップも、多分バンプマップのことやと思うんですけど、ハイトマップあったかな？ちょっと分かってないんで、ちょっと、バンプマップ入れたら、それっぽいのが来ました。で、これで、色味を変更したのかな？変更したら、だいぶそれっぽいんですけど、で、ノーマルマップっていうのが、この、一枚板なんですけど、ちょっとデコボコしているように見える、この光の反射で、反射しやすい面のところが光ってるんですね。ハイトマップ、これうまく設定できてるかちょっとわかんないですけど、なんか浮き出て見えてる。シェーダーの段階でちょっと座標をずらすような処理が入ってるはず。なんでちょっと、ほんま分かってないなりにそれっぽいパラメータを設定するだけで結構それっぽく見えます。あとはこれかな。ちょっとプレイヤーのなんかせっかく回転してるから回転が分かるようなの貼りたいなと思ったんで、なんかもともと入ってたこの市松模様をリピート、タイリングで5回繰り返したのを貼り付けてます。であとシェーダーもちょっと試したんですけど、なんか使わん方がいいなと思って使わん方が打足になっちゃって全然現実感が薄れちゃったんで、せっかくこのテイストが合ってる中でなんか全然違うのに入っちゃったんで、もう結局使ってないんですけど、あれを試しました。シェーダートリプルアナかな。このグローバル空間上の座標をもとにその UV 値を変えていくようなテクスチャーを作りました。これがテクスチャーとかシェーダーを作りました。これはちょっと全然現実感何のことってなってしまうので、実際に、模様が回転するの方が自然なので、ちょっとこれはもうボツにしたんですけど、なんかトリプルアナーっていうのがあって、それをちょっと真似したいなと思ったんで、こうしました。これは結構その、地面のマッピングとかに使うとそれっぽいですね。なんで、実際プレイヤーよりもこの、グラウンドとかに設定するといいようなやつですね。自動生成した地形に、自動生成に沿ったそのテクスチャーを貼り付けるような処理で、これが結構役に立つ。ちょっともうやってみたかった、このシェーダー触ってみたかったっていうだけで、ちょっと移植して、で動かしてみたっていう感じです。そんな感じです。
なんか、ありますかね、他の方に。あ、そうですね。次回行く人。8人で行けるところを、1問のところを、トラマル。そうですね。大人数で言われて出して押しかけたどうしましょうか。一旦止めましょうか。配信組の方、ありがとうございました。一旦配信を止めます。お疲れ様でした。